本日第5話。罪人の影。ほう。予言の書イルミナカード。これまでの事件現場には全て残されていました。あざみちゃん。なぜか私も持っていた謎のカード。1枚目は A 子さん。いたね。2枚目はきのこさん。で、3枚目はガスマスクさん。で、4枚目は尾崎さん、眉崎さんから回収した呪いの箱に。ガスマスクさんに限らず、皆さん消息不明という噂。事件に関わった人たちが消息不明。本当であれば評判通りの不幸を呼ぶカードということなんでしょうか。そんな皆さん大丈夫なんでしょうか。あれ、センター長さん、このカード背景の模様がつながっていませんか。ほう、赤色の部分。あざみさん、あなたもそこに気がつきましたか。へえ、このカードの意味と関係性考えるべき時が来たようです。つながってたんだ、後ろの背景。ジャスミン先輩はなんかね、警察か何かのお偉いポジションだったのが判明してたな。結構上層部。何か分かったの？クローゼットで得た情報の意味、まだ整理できてはいないのですが、イルミナカードの一連の案件、これはつながっている一つの計画かもしれません。では崩壊と審判のカードを持つあの子もそのつながりの一つと考えているのかしら。ええ、そう睨んでいます。あざみちゃんのことかな。崩壊と審判に描かれているモチーフって何ですか。何ですかじゃない。ですか。天柱事件の現場にあった天使のモニュメント。ガスマスクさんのカードに同じものが、本当だ。ひっくり返ってるけど天使だ。他にも階段や錠前、鎖、鍵、覗き込む目。あります。闇から覗く目には鎖。胸像から迫る死には鍵。第2話かなこれ。で、第4話。燃え広がる邪悪には錠前が。となると、崩壊と審判に描かれたモチーフで、残っているものはもう一本の鍵。もしそれが揃ってしまったら、その鍵が描かれたイルミナカードは、おそらく今回の調査依頼で手に入るでしょうね。やっぱり依頼が来てるんですか。ええ。今回の依頼は IT 企業の社長からです。依頼内容は、大事なものを盗まれた。可能ならば取り返してほしい。それは、このカードは一体何なのか。もしかしたら何か真相に近づけるかもしれません。イルミナカードの予言も収束しつつある今、ジマーの動きが心配ね。サメイジマーって書かれてた組織。あなたとパートナーのあの子に何かあったら、そんな気にかけられなくても、そんな気にかけられなくとも意外ですね。トミーリ警視官。トミーリ、私。これでも愛情深いの。謎のセクシーな喋り方のトミーリ。今月は
国際会議や記念式典などが多く、世界各国からの要人の来日も増える見通しです。警視庁の黒沢警備局長は、一部で噂されているテロについても、黒沢警備局長、厳重な警戒態勢を続けると発言しました。おうおう、物騒だな。ジャスミンさん、今回の依頼なんか変じゃないですか。大事なものを盗まれた。可能ならば取り返してほしいだなんて。毎度変だけど今回のはそういうのじゃないよね。なんで警察に届けないのかってことでしょ。確かに都市伝説っぽくないな。そうなんです。物が盗まれたのが分かっているならちゃんと話を聞いてもらえるわけで、私たちが調査するより確実だし、つまりなんかあるんだろうね、そこんとこに。何か人知れず悪いことをしている社長さんなんでしょうか。じゃあそこら辺の評判やら噂を調べてくれないか。福来調査員。おお、わかりました。 SNS 調査に入ります。さあ、まずはおなじみ SNS 調査。UTech プライオリティの社長って確か黒沢なんとかって言うんだっけか。ジャスミンさん知ってるんですか。いやー、この前たまたま何かで見たのよ。新聞だったかなんかの記事で。怪しい。黒沢。ああ、そうですね。資料には UTech プライオリティ CEO 黒沢優也って書いてあります。そんな大社長の依頼か。やっぱちょっと警戒するわな。超高層ビルの最上階にいるんでしょうかね。怖いですね。後ろ暗い商売の噂とか悪評がないか見ておいて損はないでしょう。そうですね。調査開始します。あ、かわいいアイコン。UTech 株式会社 UTech プライオリティの公式アカウントです。UTech はセキュアな日本の IT 環境をサポートいたします。すごい高層ビルだ。 IT 会社さんなんですね。すごいね。ネタ仕込んでる企業アカウントってわけでもないのに反応あるもんだ。ワイか。 UTech に反応。会社名で検索しておかなきゃ。よろしく。虎ノ門の高層オフィスビルに本社あるんだっけか。これからそのビルに入るということですよね。この会社は観光庁や大手企業と仕事してるのが強いんだよ。その辺うまくやってるよな。観光庁？あ、まあいわゆる国の仕事だよ。おー、観光庁の仕事ってなんか楽してお金もらえるイメージあるんだけど、違うんだろうか。観光庁の仕事って楽して大金なわけねえじゃん。きついきつい。こういうところで働いてるエンジニアがここのタイムライン上に会員マシランって投稿したら面白いことになりそう。ほう、海馬。あー、確か SNS にその言葉を投稿すると稀に死者から返事が来るみたいな都市伝説だわ。へえ。お、手帳更新。お、この社長さんへの関心度は高い。若いもんね。仕事の内容よりもいくら儲けてるのかだと思うけど。これをメガネ。黒沢優也。反応あり。調べます。どんな噂が交わっ飛び交ってるやら。黒沢優也。これで検索をかける。お、引っかかった。お、いかにもな感じ。東海ビジネスオンライン。
特集インタビュー。黒沢優也さんが語る破天荒な半生と今後の展望。遠回りしてきたからこそわかる自分の道。かなり若そうだけど遠回り。それでも社長なんですね。 IT 社長って大体そうじゃない？確かにイメージあるよね。資産700億だっけ？すげえな。ユウも今や IT 社長だもんな。知り合いかな。資産700億。もう働かないでいいやつだ。若い時やんちゃしてましたみたいな人が30くらいから急に真面目になるというのあるある。このアイコンなんか今までの SNS 調査で見たことあるな。30くらいで真面目にやった方がいろいろ都合いいって気づくんでしょ。なるほど。黒沢優也って確か超ボンボンだって聞いたよ。実家がすごいらしい。ボンボン、お坊ちゃまってことですか。起業して成功できてるなら世間知らずってことはなさそうだけど。親ガチャ SSR 引いたやつはいいよな。親ガチャ SSR？親のソシャゲの説明面倒だからいいや。生まれた家が良かったみたいなことよ。あさみちゃんに説明面白い。あと1個。元人気配信者グループのリーダーから IT 社長。そうなんだ。サクセスストーリー。努力されてるんですね。見つけた証拠。よっしゃ。黒沢さんってすごい人なんですね。そんな大社長さんがうちに依頼をしてくるなんて、一体何があったんでしょうか。今んとこ街中で芸能人発見した程度の噂しか流れてきてない。黒い噂は見てないな。あゆさきさんと違って普通にちゃんと評価されてる会社さんでしたね。あとはご本人から聞き出す感じか。あざみ頑張れ。ね、あのビルかな。ジャスミンさん、本当に超高層ビルじゃないですか。間違いない。社長は最上階にいる。確かに社長が1、2階にいるのあるのかな。そんなビル全部が自分の独自の会社のものなのに下のフロアにいたりするんかな。受付のお姉さんにアポを取ったことを言えば大丈夫ですよね。そうそう。あとは無駄に緊張しない。わかりました。かわいい。あさみちゃんかわいい。なんか美人な秘書さんやな。すみません。本日社長様の方にアポの方を取らさせていただいております。都市伝説解体センターの方ですね。はい、そうです。お待ちしておりました。こちらへどうぞ。社長、お見えになりました。どうも。黒沢優也です。そこにいるのが秘書の清本です。失礼。彼女は入社して間もないのでまだ名前を覚えられてなくて。そうなんだ。どうもはじめまして。都市伝説解体センターの福来あざみです。こっちはジャス、とまりぎさん。いえ、とめぎだっけな。よろしくお願いします。早速なんですが、ご依頼内容は盗まれたものを取り返してほしいとのことだったんですが。そのことなんだが。君清本です。
君は仕事をしていてくれて構わない。あとはこっちで話す。かしこまりました。すみません、清本さんは今回のことを知らないのでしょうか？いや、彼女は分かっていない。では改めて盗まれたものというのは？詳細は言えない？しかし侵入者が現れたことに間違いはない。それに気がついたのは私だけ。それはどういう？実際に侵入者がいたなら警察に届けた方がいいと思いますけど。うちはお客さんからデータを預かったりする仕事をしてますので、なるべく大ごとにしたくないというのもあります。情報漏洩。それと一度状況を客観的に見てもらいたい。おとといそれぐらい奇妙なことが起こったということです。そちらはそういう調査がお得意だと聞いてます。奇妙ということであればそうかもしれません。当時の防犯カメラの映像も精査させてますが、そちらはもう少し時間がかかりそうなので、まずは私と秘書の話を聞けばその奇妙さがわかると思います。では早速ですが、今からすぐに始めてください。わかりました。おととい何があったのか、私目線で把握してみます。なるほど、データだから盗まれたかわかんない感じかな。あざみ、ちょっと、なんでしょう。この調査、やっぱちょっと気をつけた方がいいかも。詳細は話せない。警察に届けてない。この手の話は危険な匂いするわ。もはや黒沢さんが奇妙ですよね。いろいろ気をつけながら調査開始します。ほうほう。眺める。何か扉に機械がついてる。もしかしてこれが鍵なのかな？何かが盗まれたって言うけど、この部屋に入るのも難しそう。清本さんに聞いておこうかな。怪しいね。扉について秘書さんに聞こう。すみません、ちょっとお話を伺いたいのですが。秘書の清本さんでしたよね。はい。社長からは嘘偽りなく見たことを証言するように言われてます。調査に関わることであれば何でも聞いてください。扉のキー。この部屋に入るのに鍵は必要だったりしますか？はい。セキュリティカードが必要です。社員さんみんなが持ってるんですか？社員であれば全員持ってます。ただ、他社の重要情報もありますので、社長の留守中は私もこの部屋に入ることは NG です。なるほど。おとといのことについて何があったんでしょうか？おととい何かあったかと言われても特に何も。社長にも聞かれましたが、私には何が何だか。なるほど。とにかく改めて私に話してもらってもいいですか？わかりました。なんだろう。おとといは社長が取引先に行ってくるとのことで見送った後、しばらくしたらお戻りになったんです。なるほど。それでお戻りになった社長に挨拶をして、その後は本当にいつも通りだったので、特に何も。そうですか。わかりました。なんだ？防犯カメラ。でも侵入者には入られちゃったんだよね。秘書からおとといのことをしっかりと聞いてみてください。聞いたよ。黒沢さん、おとといのことを伺ってもよいでしょうか？まず、
話せることは大事なものが盗まれたということ。あとは秘書から話を聞いてもらってからお話しします。と言っても清本さんは何も知らないみたいだった。この辺りの痕跡を調べたら話のきっかけを作れないかな。なるほど。これ絶対社長だよね、この影。よく見る。この影、机の引き出しを漁って何か取り出してる？なんだろこれ。何かを持ってるけど見てもわからない。机の方をチェックしてみるか。引き出しを漁る影。黒沢さんかな？でももしかしたら侵入者かもしれないよね。どっちだろう。なんかこの影こっちを見てる。気のせい。ほう、入り口を警戒してるってこと？眺める。黒沢さんかな？この影私のことを見てる気がする。考えすぎかな？影が見てる感じ。不思議だ。デスクに並んでいるもの。社長のデスク、丁重に扱わないと。あれ？これってイルミナカード？嘘。やっぱりこの案件も予言されているってこと？うん。君、それは貴重なものなんだ。勝手に持ち出さないでくれないか。黒沢さん、これ。それは今君が調査していることと何か関係があるのかな？怪しい。それはであれば元の位置に戻して調査を進めてくれないか？そうですね、すみません。怪しい。よく調べる。影は机の引き出しの中から何か持ち出したはず。確か一番上の引き出しだったよね。この引き出しから何かなくなってないのかな？黒沢さんに確認してみるか。お、これじゃない？これが社長のデスク。椅子とかすごい高そう。これで引き出しの一番上の引き出しのことを何か盗まれてないですか？引き出しの一番上？どうして机の引き出しだと？私はまだ何も話していませんよね。そうですよね。何と言いましょうか、私。年始というちょっと変わった能力があって、調査員をしているもので、なんて言っても信じてもらえないですよね。すいません。面白いですね。あれ？信じていただけます？とても興味がありますし、今回の件にとても役立ちそうだなと。役立ちそうですか？引き出しから盗まれたものに関して確認をしますので、秘書からも聞いてみてもらえませんか？清本さんから？わかりました。おー。秘書に聞いてみるか。はい、何でしょう。社長が持ち出したもの。おとといの黒沢さんは社長室から何か持ち出したりしませんでしたか？そういえば、汗マーク。赤いカード上の何かを持って出て行かれました。赤いカード上の何か？セキュリティカードではないんですか？いえ、全然違うものなので見間違いません。それが何なのかを私は把握しておりませんが、社長がとても大事そうにされていたので覚えています。わかりました。黒沢さんにも確認しておきますね。実際に物がなくなっているなら侵入者が本当にいたことになるか。なるほど。社長におかしなところは？変なことを聞いてしまうんですけど、おとといの社長さんにおかしな様子はなかったですか？おかしなところはなかったと思います。セクシーだね、この秘書さん。似合う。
社長さんとは何か話したりされましたか？いいえ、特に何も。私は挨拶いたしましたが、社長は軽い会釈をしていました。普段からそうなので。そうですか。あと変に聞こえるかもしれないのですが、一つだけ奇妙なことがあったんです。先ほど何かを持って出て行かれたとお伝えしましたが、厳密にはその赤い何かを取り出していたと思ったら、突然姿を消したんです。消えた？目をそらしているうちに出て行ったわけではないんですか？社長室の扉を開けたと思ったら、次の瞬間にはいなくなったもので。なるほど。真面目そうな人だし、嘘をついているとは思えないね。話さない黒沢を入手。黒沢、話すんだ。ちょっとお話伺ってもいいですか？赤いカード型の何か。おととい、一番上の引き出しから何かを取り出したそうですね。心当たりないですか？おととい、私は取引先からこの部屋に戻ってきてはいない？なので私が何かを持ち出したということはありえない。それじゃあ、清本さんが言っていたことって、あなたは彼女にどんな印象を抱きましたか？彼女が本当のことを言っていると思いましたか？これが私の言いたかった奇妙なことです。なるほど。黒沢さんは清本さんのことを疑ってる？突然消えたと言ってました。奇妙だ、これは。消えた？どういうことです？例の何かを机から取り出した後、突然姿を消したと言ってて、わざわざ話すくらいだから見てなかったとかではないかと。ふむ、なるほど。正直に言って信用に値する話とは思えないですね。すみませんが、秘書にもう一度念入りに確認をしてもらっていいですか？はあ。ちょっと待ってね、警察に話す前に奇妙なので、ちょっといいですか？清本さんは社長さんとこの部屋にいたんですよね。まあ1時間程度でしたけど、服装とか髪型とか、それこそ顔とか違和感はなかったですよね。はい、いつもの社長でした。で、引き出しから赤いカード状のものを持って出て行ったということですよね。そうですけど、何でしょう？私、何かおかしなことを言ってるでしょうか？黒沢さんはその赤い何かを持ち出していないと言ってるんです。社長の言っていた大事なものというのはそれのことだったのですか？なんか秘書も探ってる。そうらしいです。そうは言っても私が見ている目の前で机から取り出していたので、秘書さんが見たものをまとめますか？新しい秘書さん、会った人のことをまとめておこう。秘書をされている清本さん。黒沢さん、名前覚えてなかったけど、いつ入社したんだっけ？最近？ 1 年前かな？わかんない。最近って言ってたのしか記憶がない。だから名前を覚えていなかったのかな？結構入れ替わりがある会社なのかな？黒いな。まだわからないけど。清本。最近入社したばかりの社長秘書。名前をまだ覚えてもらっていない。社長だと思って挨拶をした相手がどうやら社長じゃないかもしれない？奇妙だな。それを踏まえて警察に連絡しますか？
実際に物が盗まれているのであれば警察の人も話を聞いてくれるはず。赤いカードどうしますか？警察に連絡を。今回盗まれたものだけど、それについては最重要機密事項だと思ってくれないかな。はい？最重要機密？うちの信用問題に関わる重大なことなので、これからの調査は慎重に進めてもらいたい。わかりました。盗まれた赤いデバイスを入手。これを IT 社長の若社長会った人のことをまとめておこう。 IT 会社の CEO をしている黒沢さん。何か盗まれちゃったらしいけど、なんだっけ。赤いカード型の何か。黒歴史ノート。そうそう、赤いカード型の何かを盗まれちゃったんだよね。でも何かって私たちにも教えてくれないのかな。警察にも届けてないみたいだし、やっぱり怪しいよね。怪しい。黒沢優也。芸能人みたいに有名で知名度が高い元人気配信者グループのリーダー。他のチームメンバーは？話が食い違うのはなぜ？ちょっと考えてみようかな。黒沢さんに言われた通り、秘書の清本さんから話を聞いてみたけど、一昨日は特に変わりはない。いつも通りの日だったみたい。でも実際は、黒沢さんは社長室に来てないのに、なくなっているものがあって、これはまた、実に奇妙ですね。センター長。ただの見間違い？自分の取った行動を忘れているだけ？物がなくなっている以上、侵入者がいたことは間違いないでしょうね。あざみちゃんがセンター長のこと気にしてない。すごい成長した。どうして二人の話がこんなに食い違うんだろう。侵入者は黒沢さんに変装して隠れていたのかも。仮説。違う？私には正直誰も嘘をついているようには見えなかった。でも清本さんは戻ってきた。黒沢さんは戻ってないって言ってて、もう一度考えよう。侵入者は黒沢さんに黒沢さんにもともと隠れて黒沢さんに見えるように変装していたのかも。これだ。グッド。さすがにね。亡くなったものについて清本さんの証言は間違っていなかった。黒沢さんに見える人は確かにここにいたんじゃないかな。でもだとしたら見間違うくらい似てたってこと？もうちょっと侵入者のことを調べなきゃ。社長かどうか確認する方法は？監視カメラ？このカメラって録画は残ってますか？そういえば黒沢さんが防犯カメラの映像を精査させるって言ってたよね。それってどうなったんだろう。カメラの件を聞こう。なんでしょう。カメラについて。あそこについてる防犯カメラなんですけど、映像って見られるようになりましたか？なんか似てるようだけどちょっと人相悪いな。先ほど防犯カメラを管理している弊社の総務部から画像が送られてきまして、こちらになります。ありがとうございます。
これ清本さんにはどう見えますか？社長にしか見えないですね。ですよね。黒沢さんにも確認してもらいますね。画像を社長に確認しよう。黒沢 2.0 人相がなんか不健康だったけど、なんか解約なんじゃないか。画像が荒いな。ドットドット多分めっちゃ本来きっとね、高画質に見えてるはず。この世界のあざみちゃんたちにはきっとね、高画質で見えてる 4K とかで4K 以上で見えてる可能性ある。あざみの歩き方ってコンパスを置いて絶対あざみちゃんに言っちゃダメよ。なんかコンパスみたいな歩き方してるねとか絶対言っちゃダメだよ、あざみちゃんにそんなことを。あざみちゃん気にしてるんだからさ。はい、カメラの画像、あそこの防犯カメラの画像、秘書の清本さんからいただきまして、これって黒沢さんですよね。これは似てますね。私と間違われても仕方がないほど似てます。実は一昨日黒沢さんはこの部屋に帰っていったことを忘れているとか？それはないです。取引先の人間が証明できます。実際にこの部屋からなくなっているものもありますしね。でもこれ黒沢さんにしか見えないですよね。そうですね。さすがに驚きました。黒沢と同じ顔を入手。なんじゃろう。お疲れ。ジャスミンさん、ひとまず現場の調査終わったと思います。どうよ、あの社長。なんかやっぱりちょっと引っかかります。何が盗まれたのかを詳しく教えてくれなかったり。だって観光庁とかの仕事を受けてるんだから、情報流出しちゃったとか言えないよね、きっと。私の年始にも妙に感心してたりで、なんか企んでるのか？なんか隠してる気配あるんだよな。ですよね。盗まれたのは私の心です。純粋な気持ちを返して、信じてたのに返してこの気持ち。本当だよ。ハートスティールだ。センター長さんからだ。どうも。ひとまず情報は集まったようですね。はい、センター長さん、ちょっと今回気になることがたくさんありましたか？はい、そうなんです。黒沢さんのこともそうですし、社長室を年始で見た時の影の様子がいつもと違う気が。なるほど。それとイルミナカードありました。黒沢さんが持っていたんです。それに関しては後にしましょうか。調査報告が楽しみです。では始めましょうか。いい曲だな。てんてれんてんてんてれん。眩しい。大切なものを探したし取り返してほしい。依頼からして我々が相手をするには大変奇妙な本案件ですが。なるほど。確かにうちでなければ扱えない内容でしたね。最初はただの盗みかと思いましたけど、イルミナカードもありましたし、おかしなことが起こってるようです。この案件を奇妙なままにはしておけません。さあ特定と参りましょうか。さて、まずは今回起こった出来事を整理してみましょう。
黒沢さんは奇妙なことが起こった、それを確認するために、秘書の清本さんから話を聞いてくれとのことでしたね。そうです。それで清本さんから一昨日のことを聞かせてもらいました。ではあざみさん。はい。清本さんから聞いた奇妙な話とはどのようなものでしたか？いないはずの黒沢さんがいた。同じ部屋にしばらく一緒にいたはずなのに、それを変だとも思わなかったようです。Great。侵入者はまるで本人であるかのように社長室に入り、ごく自然に振る舞った。なんか秘書さん隠してんの？でも嘘ついてないなのか。そんなことある？そんな数十分でもさ、なりすましでそこにいて、でも普段会話しなかったり挨拶しかしなかったら気づかなくてもおかしくないか。誰もが本人の記憶違いではと疑ってしまうくらい、それは自然とそこにいました。怖いな。さて次に、まるで黒沢優也氏本人であるかのように社長室にやってきた偽黒沢なる存在ですが、それを唯一目撃しているのは秘書の清本さんでしたね。彼女の証言にはこの存在にとって大事な特徴が含まれていました。ではあざみさん、偽黒沢が社長室に現れ出ていくまでの間にあった清本さんと偽黒沢さんの接触とはどのようなものだったでしょうか。挨拶だけした？確か軽い会釈はしたけど会話はしなかった。普段もそんな感じなので違和感はなかったと言っていました。エクセレント。その通りです。清本さんは偽黒沢と会話はしなかった。そこで一言でも言葉を交わしていたのなら話は変わっていたでしょう。なるほどね。最後の問いです。清本さんは黒沢さんがここに来たことに気づいていなかったのでしょうか。清本さんは黒沢さんが来たことに気づいていなかったのでしょうか。違いますよ。気づいていて挨拶もしたと言っていました。そうですね。さらに言えば2人は1時間程度同じ部屋にいたのに、清本さんは偽黒沢さんを本物の黒沢さんだと信じて疑わなかった。しかしそこに黒沢さんがいなかったことは取引先の人が証明できる。ではあざみさん。はい。社長室に現れた怪異偽黒沢、それはどんな存在だと思いますか？コスプレ？社長の生き量？化けた狐？社長とほぼ同じ存在。なんだこれ、真ん中どれもなんかしっくりこないけど、ほぼ同じ存在？黒沢さんと姿格好がそっくりの実体を持った何か、クローンやコピーみたいな存在なんじゃないでしょうか。クローン怖い。ブリリアント。姿格好がそっくりであることは防犯カメラの映像からも明らか。しかし当の本人が別の場所にいたことは証明できる。まるで本人がもう一人いるかのようです。会話はしなかったが、防犯カメラに映るその姿は
まるで本人がもう一人いるかのよう。この状況から考えられる都市伝説。それはなんだろう。特定ドッペルゲンガー。魔法じゃ。魔法の仕業じゃ。魔女裁判を行います。魔法だ。ドッペルゲンガー。この世界にいるもう一人の自分。いつからいるのか、何のためにいるのか。怖い。自分に似た人って出会ったことないよね。親にそっくりなら自分に似てる人になるのか。それを見分けることができるのは当人だけ。この怪異の恐ろしいところは、本人が出会ってしまったが最後死亡する点。死亡する？じゃあ親とかは含まれないんだね。出会ったら先に攻撃しないと勝てないね。ほんとだ。どっちかが死ぬか生きるか。うわー、先手必勝だ。黒沢さんには盗まれたものを取り戻すまでの間、十分気をつけてもらいたいものです。ドッペルゲンガーってそんな恐ろしい都市伝説なんですか？そうそう、その黒沢さんから追加の依頼をいただきました。これは私の方で処理します。しばらく連絡が取れないかもしれませんが、心配なく現場の調査は引き続きよろしくお願いします。センター長さん、どうしたの？なんかセンター長さん、しばらく連絡取れないって。私たちこれから大丈夫なんでしょうか？何をそんな不安そうにすること？電話通じなくなるだけなんだから、あんまり普段と変わらないでしょ。確かに、そんな怖がる必要もないですかね。おお、ふう、ただいま。お手伝いさん。なんだ？いえ、先ほど帰ってこられたのでは？先ほど？今帰ったところだ。見ればわかるだろ。家にも来てるの。お、すごい。顔がピクピク動いてる。口と眉。すごい。怖い怖いよ。ちゃんと怖いんだけど。うわー、ちゃんと怖い。今日は黒沢社長のご自宅で調査か？そして黒沢はドッペルゲンガーと会ってしまったと？電話をもらった時にはかなり興奮していて、出た部屋にいたんだ。逃げられた。逃げられた？大丈夫でしょうか、黒沢さん。逃げれる？お家から？連絡は本人からだったわけだし、今のところは大丈夫なんじゃない？一応ドッペルゲンガーの死亡説を本人の前で改めて言うのはやめとこうか。電話もくれたし、今のところは無事だとは思いますけど。センター長の方は仕事片付いたの？いえ、あれから特に連絡は入っていないです。まさか解体も任せましたよなんてことにならんだろうな。そんなの無理ですよ。無理。なんとかなるでしょ。わあ、出ちゃったんだ、ドッペルゲンガー。これからドッペルゲンガーについて噂を追うつもりですけど、他に何か他に気になることってありますか？あざみ、一調査員としてめきめき育ってるな。そうですか。そしたらさ、ジマーについても調べてもらっていい？最近いろんな事件が起こっ
最近いろんな事件を起こして騒がれてますもんね。でも黒沢さんとジマって何か関係あるんですか？知らない？黒沢ってジマーたちにめちゃくちゃ嫌われてるの。まあ好き嫌い程度ならどうだっていい話だけど、ちょっと黒沢アンチの動きが派手になってるみたいでね。わかりました。ドッペルゲンガーと黒沢さんのアンチについて噂を追ってみます。なるほど。命狙われてたり脅されたりするのかな。ユーテックの闇、たった3年で上場を果たすなど、あの年齢では考えられない。おそらく我々の調べでは上級の特権を使った悪事によるものだと思っている。生きるのに疲れたあとマークついてる。闇？やっぱり3年で上場ってありえないことなんですか？いや、ないことはないよ。超すごいってこと。おー、なるほど。俺たちが見てる黒沢社長は実はドッペルゲンガーでした的な。さすがに目立ちすぎでしょ。お、これかな。今から会いに行く黒沢さんはちゃんと本物の黒沢さんなんですよね。じゃないと困る。あ、これか。都市伝説としては実際あったとか見たってドッペル体験談も多いよな。へえ、体験談多いんですか？確かに他の都市伝説より身近な感覚あるかも。これ結構気になるけどどうだろう。ちら？メガネの反応ありましたね。ドッペル体験談。やっぱり気になる人多いじゃん。調べといて。ドッペル体験談？検索。ドッペル体験談で言うと、友達に昨日お前女の子と腕組んで歩いてたなって言われた。もしかしてドッペルゲンガーの方が先に彼女できた？面白い。ドッペルゲンガーが彼女作ってますよ。自分にあるはずの可能性はドッペルゲンガーにもあるわけだな。面白い。先越されたって。ドッペル幻覚剤？幻覚剤じゃないな。ドッペル幻覚説とは、自分自身の姿を見てしまう幻覚説だと言われている。脳が見せる幻覚以外にも未来の自分説、生き量説など諸説あるのだって如月勉が言ってた。幻覚？未来の自分？どういう都市伝説なんですか？っていうか如月勉、ああそうか、都市伝説本を書いてる人だしね。これはファンが注目するトピックでしょ。これを調べる。反応あり。ドッペルゲンガーについてはここから情報入ってきそうですよね。検索よろ。ふむふむ。ドッペル幻覚説。グラサン鈴木。ドッペルゲンガーに会うと死ぬというのはなぜか。見たら死ぬわけではなく、死期の近い人が自分の幻影を見るのではないか。これがドッペル幻覚説。逆に近々死ぬ人がドッペルゲンガーに会う？死神？ドッペルゲンガーって日本語訳死神なの？死神と書いてドッペルゲンガーと読ますな。読ますなってことか。びっくりした。そう考えるとゴム人間もある意味でドッペルゲンガーに近くないか？本人は邪魔だから処分されてゴム人間に入れ替わる。怖い。怖い。亡国の思想ゴム人間ソースは如月様。怖い。陰謀論きた。
というか如月様って言ってるしファンかな。預言者如月勉は先見の明どころではない、先を見通す力の持ち主なのだ。社会が変革するのももうすぐ。 GR 如月勉ファンの人が GR ってもしかしてグレートリセットのことね。ゴム人間ルフィのことしか思いつかばないよね。思い浮かばないよね。なるほど、最近よく見る GR ってそういうこと。ここら辺は界隈の人の注目を集めてそうだわ。如月はただの学者だろう。それを預言者扱いって。この界隈がどんな噂話してるかちょっと追ってもらっていい？わかりました。追ってみるか。ゴムゴムの黒沢ゴムゴムの黒沢だ。これかな。わー、やばい。 GR 預言者如月勉が望む GR グレートリセットね。その時はすぐそこだ。なんかめちゃくちゃ盛り上がってますね。ハッピーなイベントが起こるつもりでいるってこと？オタクの長所に蓋をして半分事実半分レッテルイメージを貼り付けて都合のいいようにバッシングされる経験を書いたんでしょ。そういえばなぜオタクの話ってことになってるんですか？オカルトツアーの藤原さんもそんなこと言ってたような。藤原さんはオタクだったな。それは如月勉自身が大学で助教をしてる傍らオカルト研究家をしてたからオタクとして扱われてたのよ。なるほど。本気感が怖すぎるんだけど、あれは価値観のアップデーについて書かれてる本でしょ。なんだと思ってるんだろう。価値観のアップデーですか。でもこれが一番近い感覚だったね。ざっくりだけどそういう本だった。ジャスミンさん、オカルトグレートリセット読んだことありますか？まあそうだな、あるんだ。なんというか GR って言ってる人たちは如月さんの代わりに何かを成し遂げようとしてるってことなんですかね。私には自分一人じゃできないことを如月の意を借りて叫んでるように見えるわ。おー、証拠手に入れた。ドッペルゲンガーを実際に見ちゃったら超びっくりして死ぬのかと思ってた。かわいい。なんか私に似てる人がいるでびっくりするかと思ってたよね。でも他人のドッペルゲンガーでも見たら死ぬのがそうなの？自分じゃなく他の人の見ても死ぬの？ショック死。確かにショック死しますよ。そこまでびっくりはしないんじゃない？びっくりしそうけど。あった。本人じゃなくても他人のドッペルゲンガーを見ると命を落とす噂だよ。迷惑。他人のドッペルゲンガーでも見たら死ぬんですか？一旦落ち着こうか。ほら、噂も検索してほしいななんて。ちら。命を落とす噂、メガネ反応しました。さっきから出てくる言葉がどれも強いな。命を落とす噂、これをストーム噂検索。命を落とす噂、幻覚説、体験談。幻覚説、命を落とす噂。シンプル。一生週末で一生週末でいいよね。結局死ぬところを見た人はいない。ならどこからその情報が流れてきてるんだ？命を落とす噂を流してるやつが
何か企んでるとしか思えない。そんな噂を流して得する人がいるということですか？いるのかも。そう思う人がいる限り、レプティリアン、ドッペルゲンガーというキャッチーな話題を隠れ蓑にしようとしているレプティリアン説。何ですかレプティリアンって。確か人間になりすますエイリアンみたいなやつだったっけ？怖い。あれじゃん。人造人間もそういうことか。レプティリアンって言うんだ。ワイが知ってるのは怪人アンサー、体を奪っていく怖いやつ。怖い。ワイさん、それはどんな怪人なんですか？あざみ、それは名前じゃないワイさん、あざみちゃん、ワイって一人称も知らないのかわいいな。今いる人間の何割が取って代わられた偽物なんだろうね。怖い。ジャスミンさんはジャスミンさんですよね。はい。成瀬は成瀬凛です。はい。そうだよ。ジャスミンさんだよ。かわいいジャスミンさん。なんかさ、こういう相手にとって代わってやろうとする怪人の話があった気がするんだよ。割と新しいやつ。こんな恐ろしい話に似たものがいくつもあるんですか？怖くてなんぼなところってあるじゃない。なるほど。レプティリアンとかサテは同じくらいの年だな面白い。 SNS みたいな流れ。いくつくらいなんですかね。都市伝説にも世代とかあるんですね。自分の時には〇〇が流行ってたってのはどの界隈にもある話。ふむふむ。あ、ドッペルゲンガーの設定を入手。やったー。ちょっと調べる対象がそれたかな。気がついたらツトムの情報になってたわ。偉大だねツトム。ジマを調べてるとキサラギさんの名前がよく出てきますね。それとグレートリセット。ドッペルゲンガーの情報はどう？把握できた？はい。やばいものでいっぱいです。よしよしよし、把握はできたと。そろそろ黒沢社長の自宅だ。黒沢さん大丈夫ですかね？社長室にドッペルゲンガーが現れたけど秘書さんは無事だったし、ドッペルゲンガーにまつわる情報にもいろんな説があったから絶対死ぬってことではないんだと思うけどね。そうですね。そうですよね。ちょっと安心できました。今日も頑張って調査します。おー、黒沢の自宅。お邪魔します。都市伝説解体センターです。待ってたよ。黒沢さん大丈夫ですか？この家に例のドッペルゲンガー出たよ。今回は私も見た。恐ろしい目をしていたが、あれは私そっくりだった。襲われたりそういうことはなかったですか？そういうことはなかった。ただ一瞬のことで気がつくと、奴はさっと家から出て行ってしまって。へえ。警察には？まあ馬鹿げた話だろ。そんなことで騒げば会社の信用に傷がつくしな。とにかくあれがこの家で何をしていたのか調べてくれないか？うちには家政婦がいるんだけど彼女も見ているから、そこから話も聞けるはず。あと今日はちょっといかにもみたいな愛か。ゆうや、まだ話し終わってないんだけど。誰こいつら。なんて
昼間っから女2人も家に連れ込んでどういうこと？彼女らは仕事で来てる。これは仕事だから少し黙っててくれ。ね、お金持ち専用の上着をね、羽織ってるね。名前ついてたっけ？大丈夫ですか？彼女なんだ。彼女に私には身に覚えのない私からの連絡が入っていたらしいんだ。家に来いって？私の部屋のことをいろいろと聞いてきたらしい。そのやりとりについて調べておいてほしくてね。なんだろう、この自分と似たような人からの連絡が周りにあるみたいなさ。乗っ取られてる？何かを。わかりました。怖い愛か。1234567 箇所ね。じゃあまず玄関から行きましょう。数々のトロフィー眺める。トロフィーや盾が並べてある。いっぱいあるな。さすが黒沢さん。よく見る。中学剣大会10位黒沢優也殿。県大会10位トロフィー。すご。高校生スピーチコンテスト審査員銀賞黒沢優也殿。ビジネスアイデアコンテスト大学生部門2位入賞黒沢優也殿。黒沢さん学生の頃からエリートだったんだ。日本有料企業アワード IT 部門賞ユーテックプライオリティ様。登録者10万人銀の盾5ソサエティ様。100万人金の盾5ソサエティ様。すごすぎる。数々のだね。すみません、都市伝説解体センターのものですが、少しお話を伺っても？都市伝説解体センター。なんだか圧が強い。はい、旦那様から伺っております。私がわかることであれば、何でもコラボしなきゃ。申し遅れました。私、この家の家政婦の本田と申します。部屋の中の様子は？黒沢さんの部屋の中の様子はわかりますか？私がお掃除などをするのは旦那様のお部屋以外になります。成瀬人に掃除されるのやだ。旦那様のお部屋にはお仕事上他人に見せてはいけないものが多いとかで、この家で家政婦として働くことになった時、ここには絶対入らないようにと伺っております。そうだったんですね。昨日のこと。昨日黒沢さんにそっくりの男がやってきたことについて聞かせてもらっていいですか？そっくりな男。考えを巡らせている。昨日の夜8時頃でしょうか。旦那様が帰ってこられて、そのままお部屋に入られました。お夕食の用意をしていると、また玄関の扉が開く音がして、覗いてみると旦那様が立っていらして、思わず先ほど帰ってきたのではと言ったと思います。そうだったね。それで黒沢さんは自室に向かわれて、間もなく叫び声が聞こえまして。叫び声？わーとかギャーとか驚いた時の声です。直後、旦那様は自室から出てこられました。なるほど。その後を追うように、自室からもう一人旦那様が出てこられて、その時には先ほど部屋から出てこられた方の旦那様はパッと消えていました。本当に驚きました。そうですよね。いつ
つからここで家政婦をされているんですか？結構長くされていそうですよね。いつからなんでそんなにプレッシャーがすごい。なんでこんなに？家政婦の仕事は昔からしてますけど、ここに来たのは最近なんです。そうだったんですか。まあ私もこの年でまだ働かないと首が回らないもので、もう少しお給金上げてもらわないとなんて旦那様に聞こえたらクビにされちゃうかしら。そんな相談されても冗談っぽさを感じない。ドッペルゲンガーとは話した？確認なんですが、最初に帰ってきた黒沢さんとは何か話しました？何かいつも通りの対応をしたつもりです。お疲れ様です、お帰りなさいませと挨拶をしましたが、旦那様は軽い会釈をされて部屋に向かいました。会話しなかったんだ。ありがとうございます。一人目の黒沢さんはおそらくドッペルゲンガーで、叫び声を上げた方はじゃない方。動きは分かってきたけど、ドッペルゲンガーの目的は何なんだろう。よく見る。あ、黒沢さんが持っているトロフィーに何か書いてある。ご飯にする？お帰りなさいませ、ご主人様。ご飯になさいますか？お風呂なさいますか？俺の好きな方にする。ご主人様。全国大学ディベートコンテスト優勝、犬神大学弁論部？それともはなし。それともアイスにする。犬神大学ってあれじゃん、1話のさ、レイコさんじゃない、なんだっけ、エイコの大学じゃん。犬神大学。エイコとあとあざみちゃんの友達のみおちゃんだったっけな、女の子。優勝ってのもすごいけど、犬神大学、あざみちゃんも犬神大学だったっけ。私が行ってる大学と一緒だ。黒沢さん私の先輩だったんだ。すごいつながり。黒沢さんの写真が飾られてる。あざみちゃんね、あざみちゃん大学生。結構前の写真かな。ちょっと雰囲気違うかも。これが愛かよ。すいません、ちょっとだけいいでしょうか。つーかあんたは誰なわけよ。怖い。何か私がお力になれるかもしれないので。はあ？私都市伝説解体センターのものなんですが。はあ？何それ。ちょっと黒沢さんの身の回りでおかしなことが起こってまして、黒沢さんにそっくりな人が悪いことをしているみたいなんです。それ本気で言ってんならちょっと笑えんだけど、本当なんです。社長室にも現れた証拠が残っていて、私も見ているので間違いないと思います。何これ、ドッキリか何かと思っちゃうよね。お名前とか聞いてもよろしいですか？愛か。ゆうやの彼女だから。つうか自宅に女呼ぶとか意味わかんない。前も連れ込んでて超口喧嘩勃発してまだ許してないんだけど、女癖が悪いな。私は仕事で来ただけなので、私は無害です。無害。何無害って、あんたおもろすぎ。名前なんだっけ？お、気に入られた。あざみです。ザミチンね。で、何なの？気に入られた。ザミチン？愛花さん、今黒沢さんの身の回りでおかしなことが起きてます。黒沢さんのことも心配ですし、もしかすると愛花さんにも危険が及ぶかも。で、詐欺ってない？
無理なんですけど。てかガチなの？ガチです。ドッペルゲンガーと話した？は？何？電話で直接会話はしましたか？してない。DM が来ただけ。DM が来ただけ？やっぱりドッペルゲンガーって話さないんだ。確かに話さないんだ。ドッペルゲンガーは話さない。ドッペルゲンガーです。黒沢さんから聞かれされているかもしれませんが、愛花さんに連絡を入れたのはおそらくドッペルゲンガーです。え？じゃあこの間意味わかんない DM 送ってきたのって酔ってたゆうやとかじゃなくて、ゆうやじゃない別の誰かってこと？多分そうだと思います。起きたことを詳しく、愛花さんに起きたことを詳しく聞かせてもらってもいいですか？なんか何日か前にゆうやから DM が来て、一瞬誰だよとか思ったわけ。いつもなら電話だし。でもほら、これは黒沢さん本人のアカウントですよね。愛花、俺の部屋に来た時の話なんだけど、あれ？これだけですか？何か聞いてきた感じですけど、なんかめっちゃキモくて、後でムカついたから消しちゃった。あー、消しちゃいましたか。ちなみにどんなことを聞かれたんですか？なんかゆうやの部屋にある HDD がどうとか。HDD って言うと？それな、私も聞いたの。そしたらなんか黒い箱状のメモリーがどうとか。そんな私が知るわけないし、あんたの部屋なら私に聞くなっつったの。ですね、確かに。でしょ？なんかやましいことでもしてんのかと思って直接来てみたわけ。なるほど。あの DM がゆうやの偽物とか意味わかんなすぎ。黒沢さんにもこの件について詳しく聞いてみます。おーバチイケな彼女バチイケな彼女。会った人のことをまとめておこう。黒沢さんの彼女さんで、私たちより先に家にいた愛花さん。どうして突然黒沢さんの家に押しかけてきたんだっけ？会いたくなっちゃったから。そんな可愛いこと言ってなかった。偽の DM が来たから。そう、乗っ取られたアカウントから偽の DM が来たから気になったんだよね。でも黒沢さんのアカウント乗っ取るってすごいことだよね。すごいハッカーでもいないと難しそうだけど。愛花、気が強くてちょっと怖い。普段黒沢さんとの間では使わない DM に気になるメッセージが届いたらしい。ドッペルゲンガー。何がどう見ても黒沢さんなのに全くの別人。一言も喋らず何か目的を持って行動している。一説にはこれを見たら死ぬらしい。周囲の人間にも影響があるとかないとか。先に聞く前によく見る。あれ？隣の方。どなた？写真だ。くしゃくしゃにして捨ててある。これ飾ってあった写真と同じもの？いや、ちょっと横長かな。右に写ってるのって如月勉さんかな。あ、如月勉だ。どういうこと？なんで黒沢さんが如月勉と？黒沢さんに聞いてみよう。おー、眺める。大きなパソコンだな。すごいピカピカ。これがゲーミングってやつ？かわいい。さすが IT 企業の社長。自宅にこんなサイズの金庫を置くなんて。
もしドッペルゲンガーが狙うとするならこれかも。まさかドッペルゲンガーが彼女にまで接触を図ってくるとは。家政婦にも話をしてあるので2人からも話を聞いてもらえるかな。わかりました。ゲーム配信とかされてます？スリーモニターだ。じゃあまず昨日のことから。取り込み中すみません。昨日のことについて。昨日自宅に帰ったら家政婦が変な顔して、さっき帰ってきたのではなんて言ってきたんだ。その時は何を言ってるんだと思ったのですが、自室に行くとドッペルゲンガーがいた。本当に自分と同じ顔で、目の部分だけ眼球がないみたいにぽっかりと開いているように見えて、あっけに取られているうちに奴はさっと逃げていったんです。なるほど。変わったことって目がね、私たちが見えてたような黒目だったんだ。ドッペルゲンガーを見てから何か変わったことないですか？例えばその頭が死ぬほど痛いとか。ドッペルゲンガーを見ると死ぬというやつですか？知ってたんですか？体調は今のところ特に問題ないですが、そういえばうちの会社の秘書、昨日会いましたよね。清本さんですよね。彼女なんですが、今日会社を無断欠勤してるみたいで、うちのロームの人間が連絡したようなんですが、音信不通になってる。潜入してきてたスパイとか？会社の人間に探ってもらっています。続報あればお伝えしますね。そういえば清本さんはドッペルゲンガーと会ってた。これもドッペルゲンガーの影響？音信不通の秘書、 DM の件、愛花さんに送った DM の件なんですが、はいはい、あれって黒沢さんじゃないですよね。違うに決まってるじゃないですか。あれはいわゆるアカウント乗っ取りですね。今はもろもろ変更して対処しました。なるほど。じゃあドッペルゲンガーが黒沢さんのアカウントを乗っ取ったということなんでしょうか。誰が犯人かはわからないですが、何にせよ IT 企業の CEO としてはお恥ずかしい限りです。心配だよね。 IT 企業のトップの人が乗っ取られるなんて。 DM はドッペルから。如月さんと知り合い？黒沢さん、如月勉とお知り合いだったんですか？突然何？ゴミ箱を見てたら黒沢さんが如月勉と一緒に写った写真が出てきたんです。多分学生の頃の写真ですよね。ね、評判に響くよね、イメージ。まあそうだね。確かに学生の頃に所属していた部活の顧問は彼だった。オカルトサークルに所属してたの？やっぱりそうなんですね。でもその話、今回の案件と関係ある？そもそもゴミ箱とか漁らないでもらえるかな。そんなこと依頼した覚えないんだけど。すみません。あの写真全部処分したつもりだったんだけど。なんでそんな写真が？でもなんでそんな写真がゴミ箱に？それは私が聞きたいよ。昨日気づいたら置いてあったんだ。それをまさか君たちに見られるとはね。置いてあった。黒沢さんでも家政婦さんでもないなら置いていったのはドッペルゲンガー？でもなんでそんなことを？なんで
DM の件ですが、愛花さんに DM を送ったのはドッペルゲンガーの可能性が高い。黒沢さんのアカウントが乗っ取られてたみたいで。乗っ取り？セキュリティの会社の社長やってるゆうやが？ダッサ。どうもそうみたいなんです。そのドッペルなんとかってのは何？ゆうやの元カノとかなわけ？元カノ？なんというか、もう一人の自分的な？よくわかんないんだけど、ゆうやに振られた子の嫌がらせとかじゃないわけ？なんでそんな。いやでもいっぱい寄ってくるってことなのかな。いやー、どうなんでしょう。実はオカルトじゃなくて元カノが関わる恋愛の話だった？実質のことを聞く黒沢を入手。先輩に聞いてみるか。じゃあ調査始めようか。調査についてもう大体わかるでしょ？はい。あれ？証拠品が全然増えてない。そっか。忘れてた。もう何もないじゃんと思ったら、あったあった。2つの影が見える。これって黒沢さんとドッペルゲンガー？昨晩帰ってきた時の影が重なって見えてるのか。よく見るね。ついにメガネをかける時、こうして並べてみると本当にそっくり。でもどっちがドッペルゲンガーかはっきりわかるな。なんでだろう。というかドッペルゲンガーの影、やっぱり私のことを見てる気がする。なんで？ただの痕跡のはずなのに、この影一体何なの？そうだ、家政婦さんにドッペルゲンガーの動きを確認しなきゃ。はい、先に確認する。最初に帰ってきた黒沢さんって何か変わったところとか気になったところってなかったですか？気になった？はい。まさか最初に帰ってきた旦那様がその別人だなんて。見る限りは間違いなく旦那様だったと思います。そうですか、ありがとうございます。やはり黒沢と同じ顔をいろいろ見た家政婦さん。これをまとめよう。黒沢さんの家で働く家政婦さん。この家で働き始めたのはいつって言ってたっけ？最近。全部最近だな。黒沢さん結構人使いが荒いのかな。秘書も最近、家政婦さんも最近。家政婦の本田、黒沢さんの自宅で家政婦をしている。帰宅したはずの黒沢さんを見た直後、また黒沢さんが帰宅してきた。怖い怖い。それは怖いよね。眺める。この影ドッペルゲンガーだよね。なんかちょっと違う。 PC の近くで何をしてるんだろう。よく見る。ちょっと手元で何をしてるのか分かりづらいけど PC から何かを持っていってる。 PC の周りに何があったか確認した方がいいかも。調べる。確かドッペルゲンガーはこの辺を触ってて USB ケーブルがぶら下がってる。先端には何もつながっていない。それが HDD って言ってたやつかな。眺める。いつもの影と違う。これはドッペルゲンガーだ。金庫に何かしようとしてるのかな。よく見る。この影私のこと見て笑ってる。怖すぎる。金庫を物色した痕跡が残っていないか調べなきゃ。金庫を調べる。なんでこっち見てるんだろう。ドッペルゲンガーは金庫を見てたけど金庫からは何も取られていないのかな。ドッペルゲンガーは何か持ってなかったか
政府の本田さんに聞いてみよう。あと黒沢さんに金庫の中身を確認してもらった方がいいよね。よし、分かった。金庫について、家の中のものを取られたりはしてませんか？金庫の中とかちゃんと調べてはいないですけど、可能性はありますね。調べて早調べてや。あの金庫大きくて目立つので確認しておいた方がいいと思いますよ。そうですね。あ、ちょっと取り込んでるので金庫の中確認してもらっていいですか？何？怪しいな、黒沢。私がですか？はい、番号控えましょう。はい、金庫の番号何番ですか？契約書や時計、あとは金などが入っていれば問題ないので。など？何そのざっくり。金庫の番号は5666。控えてください。5666。はい。さすがに不用心すぎない？それとも何か考えがあるのかな？なんで教えてくれるの？これ開けた途端にさ、この金庫にトンって入れられて、はーとか言ってたら閉められちゃうやつじゃない？あ、ゴムムムム。確かに。ゴムムムムだ。中身を確認する。本当に開けていいのかな？よいしょ。56666と。ね、閉じ込められちゃう。開いた？私が見てわかるものなのかな？確かにさ、本人が見た方が影が見てるってことは、黒沢さん自作自演の何かであざみちゃんを試してるだけなんかな？なんだろうね。金の延べ棒だ。盗まれているものはないってことかな。何も盗まれていない。ドッペルゲンガーの目的は？ちょっと考えてみようか。社長室に現れたドッペルゲンガーが今度は黒沢さんの家に現れた。黒沢さんの部屋に入っていったみたいだけど、待ち伏せでもしたかったのかな？確かに黒沢さんと遭遇はしましたが、待ち伏せをするなら玄関でもどこでもよかったように思いますね。ということは黒沢さんの部屋に何か用があった。金目のものに手はつけていないようですね。愛花さんに DM を送っていたようだし、ドッペルゲンガーの目的って黒沢さんの部屋にあるケーブルにつながっていた HDD が目的だったのかな？正解。黒沢さんの部屋にあるケーブルにつながっていた HDD が目的だったのかな？そう、きっとそう。HDD が何なのかはよくわかんないけど、愛花さんに送られた DM の内容的にそれしか考えられない。HDD っていうのが何なのか、先に愛花さんに特徴を聞いておこうかな。おー、盗まれたものが HDD ってことだ。ちょっといいでしょうか。愛花さん、HDD のことなんですけど、だから知らないって。そうですよね。どんな形のものか特徴が知りたくて。PC の近くに置いてあってケーブルでつながってる。かわいい。お弁当箱くらいのね、これくらいのかなーって。なんか5みたいなステッカー貼ってあった。黒い箱 5？ なんだろう。多分それかもしれない。それなら黒沢さんに分かってもらえそう。確認しなきゃ。ちなみに黒沢さんの元カノに HDD とか詳しい人いましたか？なんでそれ愛花が知ってると思ってるの？あざみちゃん。はぁ？知らんし。ですよね。ちょっと聞く相手間違ってんじゃない？ゆうやに聞くべきじゃない？そこは。これくらいのお
弁当箱にちょっといいですか。外付け HDD の件。黒沢さん、5というステッカーが貼り付けられている HDD ってわかりますか？すごく驚いてる。それが何か。ドッペルゲンガーの目的がどうもその HDD みたいで。ちなみに HDD って何でしょう？黒沢さん、HDD。HDD というのは記録媒体です。写真や音楽、動画など多くの情報をその中に保存することができるものです。なるほど。じゃあその中にドッペルゲンガーが欲しがる何かが記録されてるかもしれないです。それが盗まれたんです。なんで黒沢さんこんなに考え込んでんだ？それって都市伝説解体センターの方で取り返してもらうことできる？それはちょっとオプション。それはちょっと今の時点ではわからないですけど、最悪 HDD の破壊でもいい。中にあるものを世間に出ないようにしてもらいたいんだけど。なんかやってるなこれ。破壊はそのお約束はできないです。HDD を破壊せよ。怪しい。一体何が保存されてるんだ？エッチな動画？そんな変態ディスクドライブ、略して HDD。 それは破壊しなきゃそれは破壊しなきゃ。なるほど、 HDD とは変態ディスクドライブの略だったのか。わかりました。隠密にだね。プライベートですもんね、その辺は。なるほど。ドッペルゲンガーは何か持ってったりしませんでした？持っている？その札束とか宝石とかそのようなものは何も持ってなかったはずですが、やっぱり旦那様のお部屋にはそういうものがあるんですか？なんか探ってるよね。秘書といい、家政婦さんといい、なんか探ってるな。どうなんでしょう。でもそうでもなければ大きな金庫なんか置かないですよね。なんで知ってるの？お部屋の中見ちゃダメって言われてたのに。何か問題でもありますか？いや、お部屋に入っていないのになんで金庫のことを知ってるんだろう。やっぱ入られそうだよね。怖い。怪しい家政婦を入手。怪しい。どう？ここに来たドッペルさんの目的は分かった？ドッペルゲンガーは黒沢さんの PC から HDD を盗んだみたいなんです。ねえ、忍び込まれてそう。HDD？ 金の延べ棒とか高価なものには手をつけずに HDD を見つけたら壊してくれって言われてるんですけど、そういうのは後からのクレームがめんどくさいからやらんでいいよ。てか HDD が狙いなのか。中には何が入ってるんだろうね。なんかエッチなやつらしいです変態ディスクらしいです。それと秘書の清本さん、無断欠勤して連絡が取れてないなんて、まさか社長に変なことをされて、それの清本さんのデータが変態ディスクドライブに保存されてて、それを世に広まったら困るから清本さんは盗んだ。他人のドッペルゲンガーでも会うと死ぬか。とりあえず会社の人に探してもらってるみたいなんですが、でももし清本さんに何かあったなら、黒沢さんと家政婦の本田さんもこの家でドッペルに会っちゃいましたよ。安全とは言えないな。
車回してるから黒沢と家政婦さんにも注意するよう伝えといてくれる？わかりました。なんか危険。お疲れあざみ。次の調査は黒沢からの連絡待ち状態だからよろしくね。了解です。ジャスミンさんありがとうございました。かわいい。怖い。なんかいる。何もできない。つけられてる何者かに。何ここ真っ暗なのにすごくうるさい。見たくない、聞きたくない。怖い、辛い、助けて。そうですね。ひどくうるさいですよね。私と静かなところに行きましょうか。アミさん。あざみさん。もう一人の私？センター長さん？何これ？怖い。何これ？何あざみちゃん見ちゃったの？あざみ聞いてんの？夢？やあ。あんたまた寝てたんかい。そういえばさっきコンビニで成瀬さんに似た人を見たんですけど。おかしいね。猫じゃなく？いやちょっとびっくりして。人と話してる途中で寝るなっつーの。黒沢から面倒な連絡入ったんだからしっかり対策考えとかないと。ごめんなさい。なんか変な夢？夢だって見ちゃってよかった。確かドッペルゲンガーって社長室侵入の前にも出現していたって話ですよね。ドッペルが出たのは1週間前。ユーテック本社のサーバー室。ここまでサーバー室、社長室、自宅の3回現れたのか。なかなか行動力のある回だ。センター長さんまだ連絡ないです。本当に大丈夫なんでしょうか。こりゃこのまま解体まであたしらでやる説濃厚か。私天眼錠を出したり鍵開けの儀式できるように練習します。何わけわかんないこと言ってんの。ほら会社に着いてよ。調査モードに切り替え。ああよかった。夢だったのか。天眼錠アイオープナー。それだサーバー室。黒沢さん1週間前にもドッペルゲンガーが出ていたって。ドッペルゲンガーがこの部屋に現れていたそうなんです。今のところ何か取られたり壊されたりはなかったと報告を受けています。ここは顧客の大事なデータを預かってるサーバー室です。基本部外者は入れません。気になってるのはなぜここを狙って侵入したのかです。2度も会社内に現れたとなると弊社に対する敵対的意図があるとも考えられます。ここに現れた目的が何なのかを明確にできればと。わかりました。ところでうちの部屋から盗まれた HDD はそちらで探してもらってるんですよね。そっちの調査の進捗報告を先にしてほしいんですけど。私たちは都市伝説の調査が業務で盗まれたものを探すとかそういうことはちょっとこっちが思ってる依頼内容と御社の業務に差異ありますよね。あれ業務内容の変更って何か改めましたっけ？君何？バイトっす。もし紛失物捜索の業務が追加されてるなら一旦確認してきます。自分らみたいな末端が勝手にやると後がひどいんで
まして警察の真似事なんて。何が法律に引っかかるか分かったもんじゃないですよね。よかったら自分が警察に盗難届を。いやー、先日から奇怪なことが起きすぎて混乱してまして、盗まれたものについては一旦忘れていただいて結構です。こちらで対応いたします。できるんだ。ではこのまま都市伝説の調査の方だけ進めてもらえますか。怪しくない？なんかはあ。ここで起こったことについてはサーバー担当者と警備員にでも聞いてください。はい、わかりました。なんか怪しいね。ジャスミンさんありがとうございます。黒沢さん急にどうしたんでしょうか。こういうのは任せとけ。つうかやっぱあいつめんどくせえな。危うく変な責任取らされるところでした。気を取り直して。かわいいあざみちゃん。って。まずこの部屋には何が現れたのか、そしてなぜこの部屋に来たのかですよね。黒沢さんの動きには注意しつつ調査を進めます。はい。さっきは本当にすまなかったね。いえ、大丈夫です。強気で交渉するビジネスの癖が抜けなくてさ。ははは。ははは。あ、秘書の方どうなったんだろう。行方不明って言ってたけど、気になってて。音信不通だって言ってましたよね。清本。秘書の。そうだ、言ってなかったよね。やっぱりあれ以降連絡が取れなくて。労務部の人間に清本の自宅まで見に行かせたんだけど、行方不明っていうのかな、見つからなくて。社長秘書の仕事って体力的にきつい部分もあったのかなって思うけど、いきなり連絡もなく飛ぶなんて。そういう話じゃないと思うんですけど、そんな人を採用されてるんだ。他人のドッペルゲンガーでもあった人間は死ぬんですよ。ははは、それはないでしょ。私も一昨日の夜会いましたけど何も起きてないじゃないですか。あ、でもそういえば今朝うちの家政婦が連絡もなしに休んだものでやっぱり消えた。家政婦の本田さんが大丈夫ですか。秘書の清本さんだけじゃなく家政婦の本田さんまで黒沢さんのドッペルゲンガーに会ってる人が次々音信不通になるのはおかしいですよ。いや、こういう無責任な人間は少なくないんだよ。なんか採用甘いっていうか危険すぎない？この人の周り。それに、じゃあ私はどうなんです？それはドッペルゲンガーの伝承なんて気にしないでいいと思いますけどね。ははは。それが気になってうちに依頼したわけじゃないってこと？じゃあ何が目的なんだ？家政婦も音信不通。ね、面接即採用かも。随時募集してんのかもね、ここ。今回の件詳しく。1週間前の深夜ドッペルゲンガーが出たけど特に被害はなかったらしい。詳しくはサーバー担当とこの部屋の警備員に聞いてもらえるかな。私はその時別件で社外にいてここの状況は知らないんだ。そうですよね。サーバー担当の方と警備員さんに聞いてみます。あ、そうだ。何ですか？何か思い出されたんですか？君ってその特殊な能力あるよね。今朝このサーバー室に来た時に万年筆をなくしたみたいで。万年筆？そういうの探すのが得意なんだよね。まあ、何これ？怪しい。
実はその万年筆すごく大事にしてるものなんだけど、探してもらえないかな。父からもらったものなんだ。お父様から。それはなくしたくないですよね。そうなんだ。お願いしてもいいかな。この部屋にあるんですよね。じゃあちょっと探してみますね。なんかあざみちゃんを試してる。1、2。ふむふむ。すみません、都市伝説解体センターのものですが、中田。ユーテックプライオリティの中田と申します。サーバー室の管理やメンテなんかを担当しております。ちなみにサーバーって大きい機械のことですが。ですね。棚にたくさんのサーバーが刺さっていて、それらの管理をしています。すごーい。なるほど。1週間前。改めて1週間前の夜に何があったのか教えてください。私は毎月定例のサーバーメンテナンスなんかをしていました。毎月29日は肉の特売日みたいにメンテナンスするんですね。まあなんかそうですね。よくね、あさみちゃんかわいい。よくわかってなさそうで、でもわかろうとしてるのがかわいい。その最中に社長がお見えになって、確か0時過ぎだったと。部屋に入ってきた社長はなんか私がメンテ作業中であることを分かってるみたいな感じで手で挨拶されて、こっちはいいから作業しといてみたいな。そうですそうです。なのでそのままメンテなんかの作業を続けてました。変わったところは、そうですね、変わったところ、少なくとも振る舞いは社内でよく見る社長そのものでした。具体的に何をやっていたのかわかりますか？なんかいや、ちょっとわからないですね。何か作業をしていたと思えばいつの間にかいなくなっていたので。怖い。中田さんのお仕事について伺ってもいいですか？私はユーテックの本社社内にあるサーバー室でサーバー機器の管理、メンテ、あとはトラブル対応なんかを行っております。いつもこの部屋に、そもそも私自身入社したのが最近ではあるのですが、またいなくなりそう。この人ずっといるわけではなく、ここで作業することなんかもありますね。なるほど、ありがとうございます。またいなくなりそう。警備員さん、都市伝説解体センターですが、お話伺ってもいいですか？井上、サーバー室警備担当の井上です。私でわかることであれば聞いてくださいね。はい。お仕事について。私は警備担当をやっています。サーバー室の警備担当。個人情報とか大事な情報を取り扱いますのでね。はい。なるほど。サーバー室、クーラー効いてて寒いんだよな。寒いんだよな。でも暑い時にはサーバー室に駆け込めたら涼めるってことね。猫のメモしとこう。困ったらサーバー室で涼みに行く。1週間前の深夜、このサーバー室に現れたっていう。はい。社長のドッペルゲンガーですね。はい。そうです。井上さんの見たままでいいので、順に話してほしいんですけど。突然ドッペルゲンガーと言われてもそのよくわからないもので。はい。社長とそっくりの人間ですか？にわかに信じられんのですよね。はい。はい。信じられないと思いますが、そういう存在がいるのは間違いないです。社長室や黒沢さんの自宅では物が盗まれてるんです。はい。あさみちゃんも喋り方映ってる。ご協力お願いします。これ以上何か起きないようにするためにも協力お願いしたいです。なるほど。はい、わかりましたよ。
あれは1週間前の深夜0時過ぎ頃でしょうか。社長が突然やって来られましてね。普段からそういった時間帯に黒沢さんは来られるんですか？いえ、そもそも社長がサーバー室に来ること自体がめったにありませんね。その時は確かサーバー担当の中田さんもいましたね。はい。あ、そうなんですね。で、その黒沢さんは何を？サーバー室に入って中で何かやっておられるような様子でしたが、私はそこは見てませんで。はい。そうなんですね。わかりました。この人、特に、でも目撃者の一人になるってことは、この人も行方がなくなる可能性がある？わかった。こういうものは、影を見た後でも良さそうだな。影が何かを探してるみたいな情報があった方が早そう。眺める。これ多分黒沢さん本人の影。なんとなくドッペルゲンガーと違う気がする。やっぱり黒沢さんだな。ドッペルゲンガーじゃない。工具棚に何かを置いてる？自分で置いて忘れちゃったとか？探しておくか。工具棚。調べる。さっきの影は確かこの辺に。いかにも高そうな万年筆だ。なんでわざわざこんな場所に置くんだろう。隠してるみたい。これやっぱあざみちゃんの能力を試したいだけなんかな。黒沢さんに渡そう。これで報告を兼ねて、侵入者の目的のことも気になるところですが、万年筆見つけました。ちょうどこの工具棚にありましたよ。君の能力は本物なんだね。これなら。何なんか利用しようとしてんのかな。いや、なんでもない。調査の方引き続きよろしく。なんか利用しようとしてるあざみの能力。ねえ、テストされてるな。眺める。これはドッペルゲンガー。よく見る。このサーバーを見てる？こっちを見て笑ってる気がする。怖い。このサーバーって何なんだろう。この影黒沢さんにそっくりだけど、ドッペルゲンガーだ。よく見る。自分の会社みたいに堂々と立ってる。警備員さんもこのドッペルゲンガーを見てるってことだよね。眺める。黒沢さんにそっくりだけど、この影はドッペルゲンガー。サーバーに何かしてるみたい。怪しい。この大きいのがサーバー？なんかいろいろ刺さってるのがサーバー？このサーバーはガラス扉がついてるだけで鍵とかついてないんだ。部屋に入られたらじゃあ何かされちゃうってこと？調べる。鍵はついてんだ。セキュリティは厳重と。ドッペルゲンガーの影が見てたのはこのサーバーなんだよね。中に何が入ってるんだろう。サーバー担当者の人に聞こう。サーバーの中身って鍵のついてるのとついてないのがあるんだ。鍵のついてるサーバーなんですけど、あれって中身なんですか？ドッペルゲンガーが狙ってたのってサーバーの中身なんじゃないかって思うんですけど。サーバーの中身、それはちょっと業務上言えないことになっております。すみません、社長の許可さえあればという感じなので。凄腕エンジニア。
会った人のことをまとめておこう。サーバー室の管理をされてる中田さん。ドッペルゲンガーが来た日、中田さんは何をしてたんだっけ？野球券、肉の特売。ここで肉屋が開かれてる。サーバーメンテナンスだよね。お仕事ですよ。ねえ、毎月恒例の。こんなとこで。ドッペルゲンガーがその日に来たのは偶然？それとも。面白いな。エンジニア。ね、メンテナンスとトラブル対応が仕事。夜中に現れた社長さんから手振りで挨拶されたらしい。なんだかちょっと含みがある。含み？中身聞いても教えてくれるんかな？鍵のついたサーバーなんですけど、ドッペルゲンガーが狙ってるのってその情報じゃないですかね。中田さんもドッペルゲンガーがサーバーを触っていたと言ってました。なるほど。詳しいことはサーバー担当に聞いてください。私が許可したと伝えれば大丈夫なので。まあドッペルゲンガーの狙いがサーバーの中身だとしても、中のデータは暗号化されていますから安心ってことですか？ええ。ただ気になるのはサーバー担当がそれを今まで黙っていたこと。どうして？サーバーの実作業はそれを担う部門に一任していますので、私が直接操作するなど普通はないこと。なるほど。困るね。こういうさ、大事な場所？大事なものが保管されてるっていうのに、自分がそういうのよくわからないって任せるのって怖いことだよね。すごいな。じゃあ中田さんは大事な責任のあるポジションを守っているってことか。中田さん、何でしょう？話してきました、社長と。サーバーの中身について許可を得ました。それとドッペルゲンガーの報告がなかったことで中田さんを不審がってるみたいです。私をですか？正直確かにあの日の社長の振る舞いはちょっと変だとは思いました。何やってるんですかと聞いても返事もなくて、どうして黙ったの？一応変だとは思っていたんですね。はい、合わせて質問に回答すると、あのサーバーの中には官庁関連警察庁の情報システムが入っております。やっぱり国のお仕事の情報が盗まれてる？警察庁？このサーバーのトラブルは大きくなりがちで、まあ正直これ以上の面倒事を避けたかった気持ちはなくはないですね。そうだったんですね。くれぐれも警視庁の情報システムだというのは内密にお願いします。だから何かそれ以上の意図があったとかではないんです。すみません。それにそのシステムにアクセスするには特殊な認証が必要になるので、情報を取り出すことはできなかったはず。特殊な認証とは、顔認証？指紋以外の？中身をどうこうしようにも認証できないと触れようがないってことですか？ですね。なのでここまで来て改めて帰ったんじゃないかと思いますが、諦めてか。社長にもそのようにお伝えいただければと。ますます隠蔽しようとするんじゃない社長。わかりました。ありがとうございます。奥の壁側にあるサーバーは大丈夫なのかな？ドッペルゲンガーが何かしようとしてたけど。改めてメガネで見てもいいかも？サーバーの中身や警察庁の情報。これ？調べる。ドッペルゲンガーこのサーバーに何してるんだろう？何か触ってる。サーバーにケーブルを挿してる。これってサーバーの方はどうなってるの？大丈夫なの？こっちは鍵がない。
で、素人質問で恐縮ですが、その認証方式について詳しく。この会社、危険になるね。特殊な認証をばらされちゃうと、この会社、やられるぞ、絶対。社長に変わったところは、普段の社長と全く変わらないというか、今日だって社長がいらしてますけど、あれがドッペルゲンガーだって言われても区別なんてつかないですよね。はい、そうですよね。ただそうですね、いたと思ったらパッと消えちゃって、これはサーバー担当の中田さんに聞いてみてください。彼も1週間前に会ってるんで。はい。安全を守る警備員さん。サーバー室の安全を守る井上さん。ドッペルゲンガーに会ったみたいだけど、それって何時頃だっけ？深夜0時。井上さんも中田さんもそんな時間まで大変だ。それは他の目撃者も出ないよね。すごくハキハキしてる人。突然夜中に現れた社長は目の前からパッと消えてしまった。そうなの？他は先輩かな？引き続きどう思います？サーバー室に出たドッペルゲンガーなんですけど、どう思いますか？なんかオカルトっぽくないよね。今回はサーバー室、自宅では HDD。社長室でもカード型のデバイス盗んでたよね。社長室で盗まれたのはそういうデバイスなんでしたっけ？赤いカード型の何かって話ではあったと思いますけど、私の早とちりだったかな？何か心当たりがあるんですか？なんていうか、なくはないんだけど、やっぱまだ確証はないわ。ドッペルゲンガーの狙い。イルミナカードの予言に関係があった場合、もうちょっと情報欲しいわ、あざみ。情報ちょうだい。調べてきます、先輩。ないよね。もう一回聞いてみる。ないな。よく調べる。こっちのサーバー扉に鍵とかないから普通に開けられるんだった。さっきのドッペルゲンガー、これにケーブルを挿して何かやってたよね。サーバー担当者に言わなきゃダメなやつだ。中田さん、奥のサーバーやばいです。ねえ、ケーブルごと引っこ抜かなきゃ。一旦ウイルスがあるかも。ドッペルゲンガーが狙ってたので奥のサーバーかもしれないです。ケーブルを挿して何かやってたんですけど、大事なデータが盗まれてるんじゃないですかね。奥のサーバー？鍵のついてない方ですか。奥のサーバーはまだ使ってないサーバーなんですね。これから構築なんかして使えるようにするやつです。すごい。構築？なんかすごいことしてる。じゃあ盗まれるデータとか入ってないんですか？まだ空っぽです。ネットにさえ接続されてないので何もできないと思います。ねえ、なんか先に仕込まれたんじゃない？なんか仕込まれてるんじゃ？じゃあ大事なデータを盗もうとサーバー室に潜入したけど何もなかったから諦めたってこと？なんか腑に落ちない。社長の顔は見ましたか？深夜の。自信ないですがこの部屋に入ってこられた時に一応見た。なんか普通に社長だったと思います。同じ顔入手。
相談。いろいろ分かったんですけど、いろいろ分からなくて。どういうこと？サーバー室にやってきたドッペルゲンガーなんですけど、どうやら今回は何も取らずに逃げたみたいなんです。でもこのサーバー室にはいかにも狙われそうなサーバーがあるんです。何それ？実はここだけの話、なんで小声なの？サーバーの中身、警察庁の情報システムみたいですよ。警察庁？ジャスミンさんでも実際のところサーバーから何か抜かれた様子はないって。警察庁の情報システムにアクセスするには特殊な認証がいるとかで。認証？パスワードか。なるほど、それでここからは一旦離れたと。一旦超極秘情報。ドッペルゲンガーの目的は何なのかわからなくなってきましたね。ごめんあざみ、私分かっちゃったかも。あとは警察庁の何のデータを保存してるかだけど、そんなこと知る方法あるんですか？多分黒沢は中身を盗み見てるよ。なんとかそれを聞き出したいところだけど。黒沢は平成を装ってるけど、盗まれたものに酷使してる。とはいえ、ただ聞いても教えてくれないとは思う。何を言えばその情報を聞き出せるかだけど、ちょっと考えてみます。極秘情報を聞き出す方法。怪異が狙うデータの中身とはなんだろう。やっぱり個室ね。個室。この会社のサーバーに保存されている警察庁の情報。ジャスミンさんによれば黒沢さんは中身を盗み見ているはずということだけど、何か迷うことがありますか？それを聞き出すのでとても難しいことだと思うんです。黒沢さんはこれまでいろいろな情報を隠していました。我々はその真相の一端を知っており、かつ黒沢さんを助けられると思わせられれば、彼の心の障壁を突破できるかも。ドッペルゲンガーは明らかに警察庁のデータを目的に潜入している。怪異には思えない行動をしているけど、この辺りに突破口はないかな？黒沢さんを揺さぶるために言うべきことは、ドッペルゲンガーは、成瀬さんが大きくて右側見えないかも。見せない見せない、見せない、見せない、右側見せない。ドッペルゲンガーはテロを企てているジマーかもしれない。やったー。もしやとは思ったけど、ドッペルゲンガーが怪異であるとか以前に、目的を持ったジマーの行動かもしれないと思うと筋が通るよね。黒沢さんとしてはすごい失態だけど、テロにつながるなら言わずにはいられないはず。直接黒沢さんに聞いてもいいけど、確かにさすがにちょっと不安だな。まずはジャスミンさんに確認しようかな。ジャスミンさんに確認。ドッペルゲンガーの正体。そう見せかけてるだけのジマーってことですか？やっぱアザミーもそう思う？テロ計画のために警察署の情報を盗もうとここに侵入したのが1週間前。でもできなくて、盗むために赤いカード型デバイスが必要だと分かった。だから社長室から盗み出していった。そんな感じだと思う。盗むためにデバイスが必要？それは一体？一旦私を信じてあざみ。黒沢はもうちょっと揺さぶってくれない？口ごもるようならデバイスの話をふっかけたら、
絶対話すはずだから。わかりました。何かよ、何でも聞いてね。そう、物理的に揺さぶるの。ねえねえ、聞いてる？ねえねえ、話を聞いて。すっごい揺さぶる。そしたら脳がちょっと軽くフラフラってなって判断が鈍るから、わかんないけど、いいよ、やっといていいよって言ってくれそう。何でも聞いてね。いきなり警察庁のデータ。悪いがあまり話せないんだよ。そんなことより侵入者の目的が何なのかを。侵入者がジマーだったらどうしますか？最近よくテロを起こしてますけど、そんな人たちが情報を盗んだら何されるかわからないですよね。極秘情報ってどんな情報なんですか？待ってください。先ほど伝えたようにこの侵入で被害はありませんでした。聞いたかもしれませんが、仮にサーバーへの侵入を試みたとしても、情報の入手には特殊な認証が必要。それが赤いカード型デバイスってこと？でも社長室から赤いカード型デバイスが盗まれましたよね。それってまずいんじゃないですか？まさか君たちがここまでたどり着くとはね。あの中には要人警護の情報が入っているんです。要人警護の情報？国内の政治家や有力者だけでなく、海外から来賓された要人、これらの警備警護に関わる情報、最近は特に物騒になってきてるからね。ニュースになってるジマーによるテロ活動のことですよね。やっぱりジマーはその情報をもとにテロを計画する可能性が？そう。だから君たちに盗人が何者か見極めてほしかった。でも参ったね。私は君たちを見くびっていたようだよ。なんだかすごく鋭い指摘をしたみたいになってる。とにかくジャスミンさんに報告しよう。はい。わかりました。ジャスミンさん、大丈夫？顔色悪いけど。要人警護の情報みたいです。サーバー室に現れた侵入者は要人警護の情報を欲しがっています。ジャスミンさんの言う通り、デバイスの話をしたら教えてくれました。なるほど。しっかり目的のために筋道立てて行動してんね。ジマーだとしたら。これってつまり今ジマーは偉い人の警備情報を見放題ってことですよね。そうなるね。これは大変なことになったわ。ジマーは極秘情報を見放題？入手。ジャスミンさん、実は今ものすごくやばい状態なのでは？ドッペルゲンガーはずっと黒沢のデータを狙っていた。で、そのサーバーに入っていたのは警察庁の要人警護に関する情報。やっぱりジマーのテロのためなんでしょうか。警察にとってもやばいけど、これを知ってしまった私たちもまずいな。うちらが関与してるのを気取られたら、ジマーたちは私らを敵認定して何かしら仕掛けてくる可能性がある。確かに。私たちは別にジマーさんたちに何もする気は。計画を知っただけでも狙われる理由には十分でしょう。それにこうなってくるとセンター長の動きも気になる。なんかしばらく連絡取れてないけど、もうジマーにやられてたりしたら笑えないな。大丈夫ですかね、センター長さん。抜け目ない人だから大丈夫だと思うけど。いずれにせよジマーの目的はもう達成しているはず。
あとは私たちと警察がどう動くかだな。そうですね。さて、今日はここまで。挨拶して帰ろう。はい、帰っていいの？怪しい。あれが盗まれたことは誤算だった。そして赤いデバイスのことも。あいつの能力使えるな。なんか怖い。ボコボコにされて車椅子生活になってるよ。いや、もともと車椅子だったけど、さらにボコボコはかわいそう。かわいそうだ。センター長なんかわかったんかな。センター長帰ってきてないんじゃない？いない。大丈夫かな。ジャスミンさんの言う通りだったとして、どこで何を調べてるんだろう。猿でもわかるオカルト入門？オカルトが如月勉版死者の書？全部如月勉の本だ。本の間に何か調査メモかな。サーバー室、社長室、黒沢自宅、最後は黒沢誠治。これドッペルゲンガーの動きかな。千里眼で見てたってこと？誠治ってあれじゃない？なんだっけ、黒沢さんと同じ名字だなーって言ってた。警察関係の上層部の人の名字かなんかなんだよね、多分。のかな。現場に向かいますか。センター長から連絡あった？まだ。調査メモみたいなのあったんです。今まで調査した場所が書かれていて、最後は黒沢誠治って。しっかり千里眼で見てるのかい。なら少しは助言でも何でも。まあいいや。黒沢誠治、つまり黒沢優也の父親。私らが今から向かうのはその誠治さんのお宅。またドッペルゲンガーが出たらしい。黒沢さんの実家に出たんですか。そういうこと。センター長がその名前を書いていたのなら、なんか思うところがあったんじゃない？黒沢誠治か。とんでもない人がお父様なのね。黒沢は。なんか黒沢誠治さんってすごい人なんですか？出た、世間知らず。この辺りは世間の噂を見てもらった方が正しく情報をつかめるかも。わかりました。多分あれだよね、お偉い方だよね、警察関係の。黒沢御殿に何かあったりするのかな。ドッペルゲンガーやらジンマーが狙うような何か。サーバー室にしまってた情報とか極秘情報を出しあるわけないか。警察偉い人なんてこった。とにかくまずは黒沢誠治さんのことを把握してきます。黒沢局長の息子ってあのユーテックプライオリティ CEO の黒沢優也ってマジ？ぶっちゃけどうなの？経営はどうせ誰かに任せて自分は遊んでるだけじゃないの？言われてますが。黒沢局長、誠治さんのこと。誠治さん情報を探していたのに黒沢さん情報が。まあ親がすごいし本人も稼いでるから恨まれたりするだろうね。どっちに関心高まってんだろう。でここでモヤモヤあるからメガネをかけちゃう。黒沢優也さんの方に反応あり。黒沢局長ってだけなら他にもいそうだし、誠治さんについてはもう少し絞れるキーワードを探そうか。なるほど。ユーテックは大企業や官庁にぶっといコネがあるから安泰も安泰。最低でもこれから数年は左打ちはだと思うわ。親が強いといいよな。黒沢さんの会社って確かに安泰っぽいですよね。あんな奴がなんで IT 社長としてうまくやってるのかわからん。公的な機関があんな社長の会社と契約してるとか、マジでこの国終わってるよ。終わってる？そうなんですか？この国終わってるって言いたい人たくさんいるから放っておきな。左打ちは儲かっちゃって生活に余裕がある様子。へえ。じゃあ特
特に右と左で意味がとかはないんだ。またおにぎりうさぎがいる。詳細か。モラルはないな。成功者の中にはサイコパスがよくいるって話でしょ。わからんでもない。なるほど。最近の若い子は左ハンディファンうちわじゃない面白いじゃあ変わるかもね。いや、儲かってもう安泰ですわーっていう表現が左うちわじゃなく左ハンディファンになるかも上級市民、上級国民が何をやっても許されるなんてことないですよね。ないない。でもそう思ってるやつは多いだろうな。親の子ね、結構黒沢さんに関する投稿に頻繁に書かれてますね。親に力あると有利ではあるわな。ふむふむ。揺れてる。黒沢の父親って警備局長の黒沢誠治。黒沢誠治局長にすりゃ可愛い一人息子。過保護を言われようが手助けしたいのが親心。なるほどね。トップです。いろいろ部門はあるけど、その中の局長なのでトップです。なるほど。トップだって。反応あり。事前情報大事。不祥事見つけた。実際もみ消しとかできるんですか？どうだろう。どうだかは知らんけど、不祥事ってみんな好きだよね。消せそうだけどどうなんだろうねこのゲームの世界では消せそうだな。これでメガネで見る。反応ありでした。不祥事。マジでそういうことがあってもおかしくないっていう期待があるんだろうな。ね。力があるから期待しちゃうよね。で、検索。黒沢優也不祥事。見てみるか。四つ間本醸造。若い頃はやんちゃでしたみたいなやつですか？今も十分若いけどね。特になし。警備局長は次期警視総監とかじゃない？あ、だから息子さんが不祥事とか警察系って特に厳しいっていうもんね。身内がとか。なるほどね。不祥事は困るね。出世に響くな。綺麗な遊び方。無茶な飲み方して暴れたりとかしないってことかな。ビューティーとは真逆で面白いな。いたな、ビューティー社長。へえ。綺麗な遊び方をするんだって。どんな遊び方なんだろう、綺麗って。どうせもみ消してるんじゃないの？簡単なんですか、もみ消しって。簡単なことはない。バレないように悪いことするのがうまい。なんで知ってるんだろうね。適当言ってんのかな。憶測で言ってそうだね。SNS だし。そうなんですね。うまくやりそうなタイプではあるかも。へえ。黒沢優也ってうまくやりそうなんだ。黒沢さんタワマン住まいじゃなかったですよね。イメージのみにも程がある。偽の警察官も都市伝説だな。確か女性の家に現れる話だけど。手帳更新。顔だけでわかります？参考程度に見ることもあるけどわかるわけないっしょ。人を見る目ある俺が言うから間違いないけど、あの顔は自己中。性格割ってると思う。絶対トラブル起こす顔。人を見る目がある方。なるほど。自称ね。印象良かったって人もいるな。いい評判もある。そらそういう一瞬を切り取れば良くも悪くもできる。確かに。印象なんて作られちゃうからね、簡単に。じゃあ政治さんの政治局長の不祥事なんてあるわけ？
警察庁警備局局長黒沢誠司で特に大きな不祥事もなく、今の地位まで上り詰めたんやろ。さすがキャリア組やな。あ、お父様は真面目に出世されたんだ。わかんないけど今のところお父さんってすごい人なんですね。ものすごくすごいよね。へえ。ノンキャリ組が汗水垂らして市民を守ってるのに、キャリア組は安全な場所でのうのうと記者会見か。お偉いさんこそ現場に出るべき。ノンキャリ組？まあエリートじゃない現場叩き上げの人らだね。ふむふむ。キャリア組か。刑事ドラマでしか知らないけど実際にいるんだな。ところで警察庁警備局局長って実際何やってる人なの？何やってんだろうね。なったことないからわかんない。かわいい。ジマーがテロを起こしているから要人の警護とかそういうのが主な仕事。大変だろうね。ジマーが爆破テロを起こしたら責任問われるのって黒沢局長なのか。要人警護の情報。実際かなりヤバい状況に立たされるよね。大事な情報だ。取られたら危険だ。そんなこと起きたら一大不祥事だと思うわ。というか、ジマーに狙われてもおかしくない人物かも。黒沢局長って政治さんが狙われる？なるほど。なくはないか。マジレスするとジマーの動き的に局長本人狙わないでしょ。警備局が持ってる要人警護の情報とかは欲しいかもだけど。チラン。注目集めてましたね。ジマーの動き。どんな可能性が噂されてんのよ。気がめいるわ。ジマーの動き。証拠品が増えないな。あ、なるほど。不祥事がいいかな。局長とジマーの動き検索。見つかった。先日のテログループ通称ジマー逮捕を受け、警察庁警備局黒沢誠司局長が会見を行い、要人警護の強化を図ると発表。これを受けたジマーの動きはニュースに黒沢さんのお父さん出てたんですね。ジャスミン先輩が無言だ。要人警護の強化。オカルト関連ってやばいやつばっかだよな。如月なんとか。都市伝説解体センターもいつテロやるかわからんぞ。私たちのこと？ずいぶん極端な怖がり方だな。すごい、こんなところに名前が出るなんて。要人警護ね。結局いつの時代も守られるのは上級国民、支配者層だけ。テロ対策するにしてももっとやるべきことがいろいろあるだろう。もっと言わんとしてることはわからんでもないけど、要人警護も重要なんだよな。大事だよね。都内で爆破テロが起きたとしても、政治家は地下シェルターに逃げ込めるからいいよ。俺たち一般人はどうすりゃいい。地下シェルター、政治家さん用の地下シェルターがあるなら、とても豪華な一室とか食料たくさんとか綺麗な環境が用意されてんのかな。この間の地下施設みたいなとこですか。地下シェルターは都市伝説でしょ。でも作ろうと思えば作れそうだけどね。フォールアウトみたいなね。できそう。今回のジマーのような過激派武装組織向け特殊チームが警察庁警備局長にあるって噂聞いた？旧日本軍が開発した不死の兵団が配属されてるって。不死の兵団？なわけないだろ。適当言ってる。オカルト脳の人間って理由つけて何かしら絶対にしでかすから。都市伝説解体センターもそれも見てるやつらもテロ予備軍でしょ。一緒にされてる。
ひどいね、あさみちゃん。そんなこと考えたこともないのに。分かったつもりになりたいやつっているのよ。なるほどね。俺は都市伝説解体センターがテロを誘発してる可能性あるとずっと思ってたよ。やばいこと言ってるのってそっち系の思想の人間。あさみちゃん、なんかアンチみたいなの増えてきてないですか？そうだよな。ジマーと一括りにされてるのかな？されてんのかもね。崩壊と審判を我々が生き延びれるかどうかはこの黒沢政治局長次第ってわけか。知らんけど。崩壊を防げるのは黒沢さんのお父さんだけ？黒沢パパよりは私らの方がまだできそうだわ。ノストラダムスの大予言も結局当たらなかったからオカルト信者の爆破テロも起きるとは思えんけどな。とはいえ、警察には頑張ってもらうしかないな。それを起こそうとしてる人たちがいるっていう状況なのに。大半の人は爆破テロなんて他人事だよ。怖いね。いつも通りの道を歩いてて急に爆破物があるなんて考えもせずにわーって歩いてたらさ、怖い。あさみちゃんもそっち系の人でしょあさみちゃんはそっち系の人じゃない。そっち系ってどっち系なの？チマ？ああ、確か如月勉の熱狂的シンパか。シンパか？この黒沢誠治って警察の人もまさかこの時代にそんな連中と相対するとは思ってなかっただろうな。鮫島利用者が如月シンパってなんだ、シンパ。まあ、鮫島内じゃよく取り上げられてるし、オカルト界隈は如月の方をバイブルにしてるしね。あ、思想に同意する人たち、へえ、ありがとう。それをひとまとめにシンパーって言うんだ。テロリスト、オカルト思想の陰キャ、都市伝説解体センターって図式で間違いない。テロリストとオカルト思想の陰キャ、都市伝説解体センターが。なるほどね。イコールになってる。如月も結局犯罪者だったしな。つまり都市伝説解体センターイコール犯罪者。あさみちゃん。あ、相対するで合ってた？相対するね。相対する。あさみちゃんショック受けちゃうよ、これ。なんだこいつら。訴えたら勝てるんじゃないか確かに。犯罪者呼ばわりされてるからな。しかし、アンチが突然湧いてきた。確かに、今までの事件はさ、都市伝説解体センター、出てこなかった気がするけど。急になんか悪評が SNS に書き込まれるようになってるな。で、今まで蚊帳の外から解体していってたのに気づかれちゃったジマーに。不祥事。裏で何か動いてる。ぽいこと言うね。裏で何か動いてる。じゃん。見つからない。これやってない？やってない。幸せになりてえな。あと婚活地面白い。魚の枝。警察庁警備局黒沢政治局長といえばキャリア組のエリートとして有名。でもまさかゆうやの親とは思わなかったわ。キャリア組？天下の国家公務員ってやつだよ。見つけた。終了。ねえ、なんでセンターにアンチが湧いたんだろう。まあ世間がジマーのテロに現実味を感じ始めたってことかも。それでどうしてこんなひどいことを。崩壊と審判だの、そのためのテロだの、意味わかんなくてみんな不安なわけだ。だから敵が身近で明確な方が安心するんだろうけど。なるほどね。目に見えない敵、目に見えないものが一番恐怖だから、あえてこれが敵だって決めつけたりして明確にすることで安心感を得ようとしてたりする可能性があるから、都市伝説解体センターも目を向けられたのか。だから悪者が誰なのかを決めつける。
良くない習性ってやつよね。あんまり気にしすぎないことよ。良くない習性か。黒沢さんのお父さんって警察の偉い人なんですよね。まさか局長の息子だとはな。すごい、ジャスミンさん顔見知りかな。誠司さんを知ってるんですか？なんかテレビに出てたじゃん。有名だよ。じゃあ投稿者がよく言う上級国民って、父親は警察上層部、息子は IT 企業 CEO。 こういう奴らは甘い汁を吸ってるに違いないって過剰反応する人らがいる。鮫島の管理人はイルミナカードでそれを先導してるってこと？なんでそんなことしようとしてんのかね。賛同者、審判を集めてテロを起こしたいだけ？テロ後に理想の世界になるかもわからんのに？ドッペルゲンガーくらい謎。どこからどこまでが鮫島管理人の計画なのか。黒沢実家で決着つけてやろう。はい。これで黒沢さんのご自宅に行けるの？成瀬さんの家は地下何階までありますか？何階まであると思う？何階まであると思う？わー、見て。もう入り口から雰囲気が違うよ。そうだ、あざみ。伝え忘れがあった。何ですか？サーバー室にいた二人。やっぱり潜入スパイだったのかな。サーバー室にいた二人いなくなったらしい。警備員の人とサーバー管理人の方、中田さんと井上さんですか。黒沢から連絡もらった時に言われた。黒沢は無断欠勤だなんて言ってるけど、清本さん、本田さん、これでもう4人になりますよ。ちょっとこのままだとまずいよね。とりあえず私の知り合いのつてでも探してもらってる。つて、私らも十分気をつけていこう。はい。あ、ゆうや、黒沢さん、お待たせしました。私も今来たところだ。怪しい、なんか。それじゃあ今回の調査について。悪いが、車は裏に回してくれないか？こんなおんぼろ車じゃお家の前恥ずかしいですか？さすがにそうだな。門の前に車が止まってたらね、注目のある方のお家だからね、怪しまれちゃうか。さすがに正門の傍らに横付けはまずいですかね。あざみ、車置いてくるから先入ってて。わかりました。なんか怖い。黒沢さん、ドッペルゲンガーなんですけど。サーバー室の2人がいなくなってしまったって本当なんですか？なんか怪しい。もしそれがドッペルゲンガーのせいなら、もう4人も行方不明になってます。黒沢さんはすでにご自宅で会ってしまっています。黒沢さん？怖い。黒沢さんですよね。もしかしてここが私の実家、父の黒沢誠司の自宅です。はい。怖くない、なんか雰囲気。特に何もなし？失礼します。私、都市伝説解体センターの者です。福来あざみと言います。よろしく。私はこの黒沢優也の父、誠司だ。警察庁警備局長をやらせてもらっている。はい。お噂は金がね。ところでこのスーツを着た方々って、近頃物騒になってきているだろ？念のために SP をつけた方がいいという信言があってね。
プライベートは SP についてもらっている。SP？ 君たち悪いがしばらく隣室に下がっていてくれ。わあ。なんて言ったのあれせ今。信言って言った？信玄ありがとう。美味しいよね、信玄。ありがとう、信玄ね、信玄。早速なんですが、今回の調査について伺ってもいいでしょうか？ああ、ここ数日の出来事もあって、父のことが心配になってね。電話をしてみると、お前、昨日の夜来たじゃないかって言うだろう。それって、昨日の夜黒沢さん家に？もちろん来ていない。つまり、昨日の夜この家に来たのはドッペルゲンガーってわけですよ。にわかには信じられん。そのドッペルゲンガーというのは何なんだ？ジマーとは別の団体か。さすが察しがいいですね。現在調査は、ドッペルゲンガーとジマー双方の可能性を見て、彼女が進めてくれています。ね。あ、はい、そうなんです。そこの君はどこかで。しかしそうか、なるほど。ゆうや、そういうことであれば警察にお願いしてだな。ちょっと考えがあって、警察に連絡するのは調査の後でも遅くないとは思うんだよ。何か考えがあるとお前が言うなら仕方ない。わかった。ではお願いしようか。わかりました。渋いね。もともと電話を受けた時には、実家を調べてくれ。気づかない間に侵入されているかもしれないってことだったけど、それからすぐ本当に侵入されちゃったわけだ。この家の中で何をしていたのか、何か盗んだものはないか調べていきます。よし。ドッペルゲンガーの狙いが警察庁の情報なのは分かりましたけど、ここにはそんな重要情報ありませんよね。先日お話しした通りなら、情報を盗むという目的は果たしていますし、しかし、現れたので調べてもらわないと困ります。わかりました。昨日起きたことについて、聞かせてください。私はここで起きたことについては一切知らない。これまでのドッペルゲンガーの調査でもほとんどそうでしたよね。なんだこの表情。ここで起きたことについては父に聞いてもらえますか？じゃあ誠司さんにお電話された経緯について聞かせてもらっても？サーバー室が狙われたでしょ？そこでドッペルゲンガーの狙いが警察庁の極秘情報だと分かった。となると、次に狙われるのは父かもしれない。それで心配になって電話したらやっぱりドッペルゲンガーが現れていた。なるほど。ドッペルの目的聞いてもまだわかんないだろうから先にお父さんに聞きますか。改めまして、福来あざみと言います。ご苦労。目上の方はね、私どもにはご苦労と声をかけてくださるから。ゆうやの父で警察庁警備局局長をやっている黒沢誠司です。よくわからんことには首を突っ込まない主義だが、今世間を騒がせてるジマーに関わると、ゆうやから聞かされている。協力させてもらうよ。まずはお仕事について。職務上あまり詳しいことや具体的なことは言えないんだが、日本国内の警備警護の分野を統括していると思ってもらえればいいかと。かっこいい表現。まずごますっていこう。ね、あざみ。
今騒がれてるオカルト系テロリストの対策なんかも、もちろんテロを含めたあらゆる傘下から公共の利益を守るための組織。なるほど。息子さんについて聞きますか。そんなことも聞くんですか。黒沢家の一人息子として可愛がってきたつもりです。過保護だ、親バカだと言われたこともありましたが、まあ妻とは早くに離婚したこともあって、母親の愛情を知らずに育ってきた子です。そうなんだ。なんとか系配信者とか名乗って世間様に迷惑かけてるのをインターネットで流してたこともあったみたいですが、そういう経験を生かして今はインターネット関連の会社を経営。お父様もご苦労されたんですね。いやはや、親であれば当然のことだ。迷惑系やってたのかな、息子さん。何があったんですか。今回のことを改めて伺ってもいいですか。昨日の夜22時頃だったと思うが、息子が家に帰ってきて、その時私は書斎で書類整理をやってた途中だったこともあり、息子を出迎えてすぐ書斎に戻った。すぐ用事を済ますからちょっと待っててくれと伝えてね。10分ほどか。この部屋に戻ってくるともう息子はいなくなっていて、そんなすぐに？怪しいと思いましたか？いや、息子も会社の長として忙しくしている身だからね。すると今朝突然、最近自分と同じ顔の人間が家に行ってないかという電話がかかってきたというわけだ。それはびっくり。それでドッペルゲンガーだと黒沢さんは気づいたわけなんですね。気になることは？その時何か気になることとかありませんでしたか？いや、特に何も。家に入ってきた息子？いや、ドッペルゲンガーか？立ち止まってそこに飾ってある絵を見てたので、昨日買ったんだと言ったくらいか。家からなくなったものとかは？なくなる？そのドッペルゲンガーは何かを盗むんですか？息子の話では息子の自室に現れたとしか。隠してるね。サーバー室とかのこと隠してんだ。なるほど、わかりました。少し家の中を調べてみますね。黒沢さん、自室のことしか伝えてないのか。心配させちゃうから？いや、大事な情報を握らせちゃってるから、それを盗まれたかもなんて言えないよね。実家に現れた侵入者を入手。警察のお偉いさん。会った人のことをまとめておこう。黒沢さんのお父さん、誠司さん。警察で何かの分野を統括してるってことだったけど、なんだっけ？国内の警備警護。そう、要人警護だけじゃなく、テロ対策もしてるみたい。ジマーとも戦ってるんだよね。今すごく大変そう。黒沢誠司。警察の役職の順番かわからないけど、多分ものすごくすごい人。まとめ上手あざみちゃん。絵を見てたって言ってたな。眺める。手を合わせてる人の絵？女性の絵がかかってる。いかにも高そう。だけか。眺める。古めかしい金庫。いいね、古めかしい金庫っていう表現。黒沢家って金庫持つのが習わしなんだろうか。眺める。いろんなものが飾られた棚。トロフィーに賞状、やっぱり黒沢家の親子って似てるんだな。で、それで息子さんに聞くか。ドッペルの目的って？今まで通りだと何かを盗むためかなとも思うんですけど、この家に価値あるものなんてほとんどない。
あの絵だって高そうに見えて数万円ですよ。高そうじゃなくて高いのでは。可能性があるのは金庫の中だけでしょうね。あの中には貴重品が入っている。あなたの不思議な力で痕跡を見つけられませんか？なるほど。金庫周辺に痕跡がないかを調べてみます。年始で調査。メガネ。全部黒沢さんみたいな影だ。影が入ってきている。本当に黒沢さんそっくり。この影ってこれまでのドッペルゲンガーと比べると何か違う気がする。政治さんならわかるかも。ドッペルゲンガーの顔。先に政治さんに聞きたいな。ちょっといいでしょうか。顔は見ましたか？ええ。特に変わったところとかって何も感じなかった。自分の息子ですからね。間違うことはないはずなんだが。親子でも見抜けないほどそっくりだったってこと？全く同じ用紙を入手。眺める。やっぱりこの家に来てたんだ。この影、絵を見てる。ドッペルゲンガーが絵に秘密でもあるのかな？絵を確認。よく見る。ドッペルゲンガーが見てた絵。額も合成。ものすごい金額なんだろうな。でもなんでこれをドッペルゲンガーが見てたんだろう。盗まれてるわけでもないしな。セイジさんに聞いてみるか。いいね。ちょっといいでしょうか。絵について。あの絵は一昨日買ってね、最近だ。昨日ちょうど部屋に飾ったところなんですよ。昨日の夜息子、ドッペルゲンガーか。そのドッペルゲンガーも家に入ってくるなり絵を見ててね。相当高い絵なんでしょうね。実はあの絵、額の方が高くて、絵自体は5万円なんですよ。それを聞いた彼も驚いてね。5万円って高くないの？あざみちゃん、上級国民なの。黒沢さんちは上級国民なの。あの時は息子だと思って本当の値段を話してしまったが、庶民アピールの女あざみを叩かないで赤の他人なら見栄を張ってもよかったな。これは冗談なんだろうか。なるほどね。黒沢さんからしたら5万円って安いんだっていうね。開け取りますよ。よく調べる。多分ドッペルゲンガーはこの金庫の中から何かを抜き出してる。何か盗まれてる可能性ありだよ。もしかして今金庫開いてたりする？金庫を確認。チェックしよう。調べる。ドッペルゲンガーが触ってた金庫、もしかして開いてる？開いてないか。さすがにドッペルゲンガーが金庫を開いたってことはないといいけど。影を追えば何かわかるかな。影を追う？ここだ。よく見る。剣道のトロフィーを逆さにしてる？なんかトロフィーの裏に書いてたりするのかな。トロフィーの棚。トロフィーの底をチェック。高校剣大会1位のトロフィー。あれ？黒沢優也さんのお家かわかんない。会社かお家か覚えてないけど、2位じゃなかった？大会
影はこのトロフィーの底の部分を裏返しして見てたけど。トロフィーの底は、小さい紙が貼ってある。9630。金庫の番号？なんだこれ。もしかして金庫の番号？まさかね。開ける。番号を入れてみる。さすがにこれじゃ開かないと思うけど。でも影の動き的にはこの番号を見て影は入力したのかもしれない。一応入力してみるか。嘘！開いた。中には空っぽの箱？空箱を金庫にしまうなんてことある？ないかも。もしかして黒沢だ。ねえ、不用心すぎない？黒沢だ。不用心すぎる。黒沢さん家に侵入した人なら察しがつくじゃんね。だいたい誕生日とかそういう系つけちゃダメっていうのだ。誠司さんに確認してみなきゃ。空箱の中身。怪異に対する違和感。まとめましょう。今日の調査、何か違和感あるんだよな。でもそれが何かわかんなくて。ドッペルゲンガーは誠司さんの前に現れて家の中を物色していた。だから昨日この家に誠司さん以外の誰かがいたのは間違いない。でもなんだろう。何かがいつもと違うようですね。センター長さん、頭の中ではすぐ出てきてくれるんですね。あざみさんが必要なら私はいつでも現れますよ。なんかチップ埋め込まれてない？あざみちゃん、センター長に。あざみさんは影を見ていつもと違うと言ってましたね。そう、影がこれまでのドッペルゲンガーと違うような気がしたんだ。それとその後の行動も何かちょっと引っかかる。これまでのドッペルゲンガーとどう違うんだろう。違和感の正体は年始で見えた影は黒沢さんなのでは？あら、こめかみにかさぶたがあると思ったらチップだったポリポリ、チップだこれ。いつの間に埋め込まれたんだ。恐怖すぎる。仮説を立てる。やっぱ本体だよね、あれ。年始で見えた影は黒沢さんなのでは。思い返してみると、誠司さんはドッペルゲンガーに絵のことを説明した。しかもそれは昨日。確かに。なのに安いよって本人が今日言ってた。で、昨日はお家に帰ってないから、黒沢優也さんは昨日来てないはずなのに絵が安いってことを知ってたのが違和感だったのか。久しぶりに帰ったはずの黒沢さんがなんでその絵のこと知ってるの？黒沢さんに確認しなきゃ。昨日の来訪者。なるほど。その前に金庫の空箱を伝えなきゃじゃない？どうもあの金庫の中のものが盗まれたみたいで。なぜそんなことわかる？中を見させてもらったんですけど、箱の中が空で。中を見る？金庫を開けたということか？さすがに良くなかったですよね。いいも悪いもどうやって開けた？すいません、申し訳ないです。謝るとかじゃなく、どうやって開けたんだ、あざみちゃん。私にはちょっと変な能力があって、それでいろいろ見えるんです。いろいろ見える？あさみが犯人。あさみが犯人ようになっちゃう。報告させてください。
それで金庫に入っていた箱の中のものを取られたと思います。少々理解が追いつかないが、ひとまず確認させてもらう。言ってる通り、ない。盗まれたようだ。箱の中には何が。詳細は言えないが、警察庁内部の情報システムだ。そういうのってお家で保管したり、するんだ。黒沢さんの会社のサーバーに入ってるシステムですよね。確かアクセスするには特別な認証が必要だって。何？そこまで知っているのか。ならば説明するが、君の言う通り、そこにアクセスするためのパスワードデバイスがこれだ。へー、そういうことね。へー。だが、この存在自体が上層部の人間しか知らないはずのもの。各人家族にも詳細は話してはいない。家族にもそれが盗まれてしまった。報告に上がっていた要人警護の情報が SNS に投稿されていた件。あれはデマではなかったということか。どうしよう。ジャスミンさんに報告しなきゃ。手帳更新。盗まれました。やっぱり盗まれてました。何を？警察庁の情報システムに入るためのパスワードデバイス。ドッペルゲンガーは警察庁の情報システムに入り放題。サーバー室からデータを盗もうとしたけど盗めず、アクセスしようにもパスワードデバイスがないからアクセスもできない。だからここにそのパスワードデバイスを盗みに？あれ黒沢優也？本人？ちょっと待ってよ。あれ？違和感。ちょっといいでしょうか。もしかして、昨日誠司さんの前に現れたドッペルゲンガーって、黒沢さんですよね。バレちゃったか。意外と正直。どういうことですか？いや違うんだ、誤解しないでくれ。これは、君の能力の素晴らしさを、世の困ってる人と共有するため。ついやってしまったんだ。悪気はなかった。やっぱあざみちゃんをなんか利用しようとしてんのかな？共有って何するつもりですか？あざみ信者が湧いちゃう？ほら悪い。ひどい。写真とかを撮ってアップしようかなって。もちろん使用に関しては許可を取るつもり。得るつもり。許可を得てから取ってほしいよね。君のその力は多くの人を救うよ。尊敬してる。なんか自慢側なんじゃない？この人もしかして。気を悪くしたかい？なんだろうこの違和感。こんなこと言う人だったかな？じゃなかったと思う。やっぱ今日別人なんじゃない？門から案内してくる時も無言だったし、こっちが偽物なんじゃない？だから昨日の影もこの人の影でなりすましなんじゃない？調査を続けます。ありがとう。調査続行。先輩どう思います？どうしましょう？黒沢のお父上にさ、最近いつデバイスを使ったか聞いてくれる？わかった。デバイスの使用を父に聞く。ちょっといいでしょうか。例のデバイスについて。盗まれた例のデバイスなんですけど、最近いつ使いましたか？
使うも何も私は機械に疎いものでね。大丈夫かな5年くらい前に渡されたが、それから一度も使ってない。大丈夫？そうなんですね。しかしこれは大変なことになった。早急に対策を取らなくては。君たちももし見つけたら私に教えてくれないか？はい。もし見つけたらですが、一応そのデバイスの色や形を聞いてもいいですか？赤いカード型のデバイスだ。絶対さ。ご苦労。で、今日は問題ないか？はい、問題ありません。じゃあ大丈夫だ。じゃあ、いつも通りよろしく頼むよしか言わないで、実はシステムやられたい放題されてたりしそうだよね。赤いカード型のデバイス？あれ？ゆうやさんの会社に盗まれたって言ってなかった？あれ？黒沢邸から盗まれたもの。先輩、デバイスなんですけど、一度も使ったことがないそうですよ。いや、そんなはずないでしょ。黒沢局長のデバイスは何年も前から継続的に使われてるって記録があるんだけど。何年も前から？じゃあ、ドッペルゲンガーは何年も前からいて、そんなわけないか。盗まれたの昨日ですもんね。やばいね、これ。それだけじゃなかった。なに落ち着けって。ジャスミンさん、昨日ドッペルゲンガーが盗んだものなんですけど、赤いカード型のデバイスなんですよ。それって黒沢がドッペルゲンガーから盗まれた社長室にあったあのデバイス？もうわけわかんなくなってきました。社長室から盗まれたものを入手。金庫内のデバイスの行方はまとめるか。盗まれたものは分かったけど、よくわからなくなってきたな。金庫の中にあったはずのパスワードデバイス。誠司さんは一度も使ったことがないと言ってたよね。でもジャスミンさんは何年も前からちょこちょこ使われてるって言ってた。すごいね。ジャスミンさんはさ、それを把握できる立場の方ってことやもんね。だから黒沢さんよりも上ってことだよね。ジャスミンの情報網はどうなっているのでしょうね。どこに電話をつないでいたのやら。でもこのパスワードデバイスって社長室からも盗まれてなかった？金庫の中にあったはずのデバイスってもしかして、金庫にあったデバイスに何があった？黒沢さんが社長室から盗んでいたのかも？違うな。社長室にあったものと金庫にあったデバイスは同じ。誠司さんはずっと金庫にしまってた。だとしたら黒沢さんが金庫から盗んでいた。これだ。やっぱりそうだよね。絶対同じものだよ。同じ赤いカード型デバイスだし、だとしたらジマーが狙うのもわかる。でもなんで黒沢さんは勝手に持って行っちゃったの？いろいろ聞き出さなきゃ。最初に盗んだ人を入手。証拠が集まった。どういうことなんだ、ゆうや。ここから盗まれたはずのパスワードデバイスが、なぜお前の会社から盗み出されているんだ？お前がここから抜き取ったのか？父さんの仕事への興味で、つい、うっかり、1週間前にここから持ち出して、社長室にしまっておいたんだ。数年前っていう話だよ。ねえ。悪用するつもりはなかったんだ。それなのにドッペルゲンガーに盗まれてしまって、最悪の事態になる前に見つけ出したかったんだ。彼女はその力に長けているからね。今それを褒められても。しかしこれはさすがに世間にこのデバイスが盗まれたことが明らかになる方がまずいでしょ。ジ
ジャスミンさん、なんかいきなり事態がぐちゃぐちゃになったんですけど。ただの親子喧嘩なら面倒なだけだし、ここで帰るところだけどね。結局、今回の案件って、全部が黒沢さんの盗みを隠蔽するためのものだったんでしょうか。例の赤いパスワードデバイスは、ドッペルゲンガーに盗まれてるから。それだけでは終わらないのは、間違いないわ。何にしても、今の状況を私たちでどうにかできるものではないですよね。さて、どうしたものか。かしっかりこのタイミングで電話がかかってくるのか。センター長さんですよ。もしもし、大丈夫ですか？どうも。どうもじゃありませんよ。心配していたんですよ。ドッペルゲンガーの動きは思っていたより多くの人間を動かしていたもので、そっちでお仕事するのはいいですけど、少しは連絡を入れてくださいよ。警察の大事な情報が、それにセンターに悪い噂も。込み入った話はこの案件を片付けた後にしましょうか。そうですね。まずはこの事件を解体しましょう。いいね。でもよかったです。もしかして私がアイオープナーってやらなきゃいけないのかとちょっとそわそわしていました。まあいつかはそうなる時が来るかもね。いやいや、私やらないですよ。では黒沢親子にも聞かせてください。はい。ご依頼内容は、ドッペルゲンガーに盗まれたものを可能ならば取り返してほしいというもの。可能かどうかは相手が分かり次第改めての検討ということで進めてまいりましょうか。ということでお願いします。すべてを見極めよ。アイオープナー。さあ、解体を始めましょうか。今回の案件は秘書の清本さんの目撃にタンかな、発端のタンを発し、ドッペルゲンガーを追うことになりました。黒沢さんと全く同じ見た目であることや会話をしないことから、この怪異の正体を特定するに至りましたが、こんなことやってりゃ怪しいオカルト集団って言われる。確かにアイオープナーとかさ、儀式のような感じ出してる時点でそりゃ言われちゃうよな、怪しいって。ではあさみさん、はい、改めてこの件がドッペルゲンガーだと思えることが起こっています。それは一体どのような現象でしょうか。この案件がドッペルゲンガーだと思えるのは、4人が音信不通。みんな音信不通になってしまいました。クレイだ。この4名は未だ消息不明ということで、死亡説が裏付けられたわけではありませんが、ドッペルゲンガーの特徴を見事に再現してしまっている状況にある。物探しという依頼内容がなぜここまで複雑なことになったのか。それはこの案件がドッペルゲンガーの仕業だと思わせる一番の要因になります。ではあさみさん、はい、もともとこの案件を警察に届けず我々に依頼した理由にもなった侵入者の特徴とはどのようなものでしたか。侵入者の特徴とは、絶世の美女じゃなく、美男子でもなく、本人になりすます。見た目がそっくり。遭遇した人たちは全員それを黒沢さんだと思っているほど。エクセレント。だからこそ我々が出向くこととなった。ここに関しては明らかに懐疑的なのです。ここからは少し毛色が変わってきます。サーバー室に現れたドッペルゲンガーは
警察の機密情報を狙っていたようですが、あざみさんの年始で追跡したところ、それを断念してることが分かりましたね。ではあざみさん。はい。サーバー室に現れたドッペルゲンガーが情報の抜き取りを諦めた理由は何だったんでしょうか。承認デバイスが必要だったから、警察の上層部の人しか持っていない赤いカード型のパスワードデバイスがないと機密情報にアクセスできなかったんです。なので諦めざるを得なかったんだと思います。エクセレント。その通り、ドッペルゲンガーが社長室から盗み出したものですね。さて、その赤いカード型のデバイスですが、気になることがありましたね。はい、息子が父親の仕事に関心を持ち、出来心で盗んだとても純粋そうな返答をされていました。ではあざみさん。はい。ここ黒沢誠二さんの自宅からこのデバイスが盗み出されたのは実際にはいつ頃からだと思われますか？数年前盗まれていた説。ジャスミンさんが調べてくれたんですけど、どうやらパスワードデバイスは数年前から使われていたらしいです。なので黒沢さんが言っていたような1週間前に出来心で盗んだというのは違うんじゃないかと思います。ブリリアント。どうも黒沢さんのおっしゃってることには矛盾のようなものがちらほらあるようですね。まあここは我々ではどうすることもできませんが、親子でしっかりと決着をつけてもらいたいものです。ゆうや、このことを穏便に済ますことはできないぞ。この後しっかりと話を聞かせてもらう。これが最後の問いです。黒沢誠二さんの自宅に現れ、赤いカード型デバイスを盗んだのは息子のゆうやさんでしたね。そのゆうやさんの会社や自宅に侵入したのはドッペルゲンガーでありジマーであるとも言える。ではあざみさん。はい。ドッペルゲンガーでありジマーなものにあなたはすでに出会っています。目の色が黒かった。合ってないっけ？そうなんですか？これまでのすべての証言を思い返してください。やっかりあざみ信者。誰がジマーであればこの事件は可能になるんでしょうか？やっぱりゆうやさん本人？あれ？秘書の清本さん、彼女の愛花さん、この二人ではない。この二人と考えると筋が通らない気がします。秘書の清本さんでも彼女の愛花さんでもないと？では誰がドッペルゲンガーでありジマーなのでしょうか？清本、秘書、家政婦、サーバー担当、上の4人全員、だよねそうだよねそうだよ。怪しいもんだって、スパイみたいだったもん。4人なんか探ってたもん。上の4人全員。まさかこの4人全員ファボラス。ドッペルゲンガーが現れた時、彼らはおのおのがその場所にいました。ね、そうだよね。なんか来たけどいつもと違った様子みたいなこと言ってたよね。口裏合わせてた。彼らの話やその後に起こった出来事は超常的な背景を想起させますが、出会った人間の失踪や忽然と姿を消すのを見たという共通の体験は
らかじめ口裏を合わせていたとすれば説明可能です。そしてそれぞれ最近就職し、そう、ここが一番怪しかったよね。黒沢さんに近づいたという事実。そんな全員がドッペルゲンガーを演出し、そして世間を騒がせているテロ集団ジマーである可能性が最も高いと言えるでしょう。すべてが解き明かされる。解体。4人全員がジマーですか。解体の結果に不満がありますか？いえ、それ自体はそうかもしれないと思うのですが、成瀬優也さんもジマー。やっぱりどうしてもまだ腑に落ちない点がいくつかあります。ほう、聞きましょうか。年始で見たドッペルゲンガーが私を見つめていたり、あと赤いデバイスを盗んだ後に HDD を盗んだ理由も、確かに要人警護の情報は赤いデバイスによって入手可能となったはずですからね。私自身それについて話したいのは山々ではあるのですが、残念ながらそれはまた今度にした方が良さそうですね。え？怖い。怖い。なんだ、君たち。今は身内で大事な話をしている。隣室で待機をしていてくれ。あれ？行方不明になった人たち。この人、黒沢さんのサーバー室警備をしてた。井上さん？それに、サーバー担当の中田さん、秘書の清本さん？ 4 人。全員、スタンプ面白い。家政婦の本田さんまで。皆さん、無事だったんですね。よかったー。あざみちゃん、かわいいな。怖くないんだもんね。あざみ、解体で話したことが吹っ飛んでるよ。え？ドッペルゲンガーを仕組んで、やばい思想にどっぷり使ってる。この人たちの正体は？あれ？まあやっぱりみんな、ジマーなんですか？どうなってる？ SP はどうした？おい、これゆうやさん本人なんだね。おい、お前ら、俺はお前らの雇い主だぞ。こんなことをしてどうなると思ってる？目が死んでる。あんなクソみたいな会社に尽くす気なんてないですよ。僕らに崇高な目的があるので。私はお前みたいに親の金とコネで生きてるようなやつが一番嫌いなんだよ。身内で話してどうするつもりだい？体よくも、体？体欲もみ消して終わりだろ？この国の、この先1000年のためにも腐った芽を残しちゃダメなの。テロはどこかよそで起こるもんだと思っていたかい？今からここで起こしてやるから、しっかり体験するといい。ここで起こすの？皆さん落ち着いてください。あざみ、下がって。こういう覚悟決まってる奴らはやばいんだよ。かわいい手が。お前ら上級国民をかばう必要ないだろ。いい加減目を覚ませ。あの人の計画では、間近に迫った崩壊と審判によってグレートリセットされるんだ。あの人、まさか鮫島の管理人か？この世の中には先導者がいるの。先を見通し、弱き者を導いてくれる存在よ。世の中の価値は歪んでしまった。そこに気づけるのは弱き者。でも弱き者だけでは力が足らないの。あの人は
私たちを導いて大きな力としてくれるのよ。私たちが世の中変えなきゃいけないって思うでしょ。おい、これどうすんだよ。お前らなんとかしろよ。答えろ。お前たちの先導者は鮫島の管理人なのか？いや、鮫島の管理人ってあれなんかな、やっぱ山田ガスマスクなんかな。前に出てきた池とか観光ツアーしたさ、地下の空母みたいなとこに一緒に行ったあの人なんかな。お願いだからもうこんなことやめてください。誰も傷つけないでください。その親子をかばうならあんたらはあっち側ってことね。我々はここで役割を果たす。でも前半で出てきた人をその後パッタリ見なくなったね。確かに。崩壊と審判を成就させるためにグレートリセット。怖い。そんなオタクは、そんな魚拓はいい。魚拓はいいだよね。魚拓だ。魚拓そんな魚拓はいい。お前ら答えろ。オタクもいい。オタクはいい。ジャスミンさん、もう。どうなる？動くな。誰？なんか曲が初めて聞いた、この曲。トミーリ。あ、確保。トミーリ警視官。全員、身柄、拘束しました。クイックイックイッ。ご苦労様。黒沢局長、ご無事で。おー、トミーリくんじゃないか。助かったよ。留木警視正。黒沢局長もおられるので説明を。警視庁公安部 CUTU 所属留木康警視正であります。黒沢局長、この度はとんだ失礼を。ジャスミンさん？あざみちゃんはドッキリだね。ジャスミンさんが公安潜入調査？これってどういう？ごめんね、あざみ。CUTU って何なんですか？カウンター。ユニデンティフィチテロリストユニット。未確認テロ対策ユニット。今回の予言みたいなよくわからない災害を対処するチーム。都市伝説解体センターには情報収集で潜り込んだの。かっこいい。なんで潜入捜査なんか。センターは怪しいけど、危険な組織じゃないですよ。あざみちゃん、本当に、危険かどうかは置いといて、ちょっと怪しまれちゃうよ。さすがに。安心して。もともとは捜査対象だったけど、今は情報収集の場でしかないから。実際潜入したことで得られた情報は多かったし。あざみ、嘘ついてて悪かったね。ジャスミンさんが妙に強かったり、変なルートにコネがあるのって、そういうことだったんですね。まあね、お久しぶり。手帳を探したよね、この人の。公園に現れた怖い人。覚えててくれたのね。不思議な力で活躍しているようで安心した。じゃあこの人も公安なの？警視官、黒沢は？黒沢優也は先ほど返しましたが、おそらくお咎めなしということになるでしょうね。なんでですか？黒沢さんが勝手に赤いデバイスを持ち出したからこんなことに。これは黒沢警備局局長の不手際ということで処理される。黒沢局長自身の希望なの。偉い。バカ息子の尻拭いも今回が初めてじゃなさそう。留木さん、慎みを持ってお仕事なさい。
黒沢局長のデバイスはここ数日間も使われているわ。ということは、アクセスしてきている IP を追えば、確保の可能性が見えてきました。使用者が何者かわからないけど、次アクセスしてきた時が勝負どころね。とめぎさん、行きましょう。あざみはここで帰って。何この不穏な感じ。ジャスミンさんドロップキックしてたとは思えないくらい賢そう。ねえ。だから、文武両道なんだよね。崩壊と審判の予言については、私らに任せてよ。私らって、そこに私は含まれないんですか？ここから先は不思議なものが相手じゃない。テロリストの親玉だ。アザミーに何かできる？待ってください、ジャスミンさん。絶対についてこないで。仲間だったのにってことか。わあ。留木警視正、網にかかった。現場に向かいます。センター長さん、ご苦労様でした。ジャスミンさんには裏切られましたね。そんな風に言わないでください。ジャスミンさんは、彼女が抜けてもあなたは仕事を続けてもらいますよ。これからこの PC が必要になります。ジャスミンさん。まあここまでは予定通りかな。あの女使わせてもらうとしよう。私は3階、他は1階の出入り口を固めろ。こちらと右、照明と人影を確認。警視庁公安 CUTU の留木だ。ここは完全に包囲されて、そうだったのか。0枚目。ちょっと待って。これであいつらもおしまいだ。